こんにちは。あ、なんかすごい待機してくださってる。ちょっと待ってくださいね。これ、なんかね、やっぱりね、チャットがね、横画面配信だと出ないっぽくて、自分の別のスマホでね、自分の配信を見る必要があるっぽいんですよね。ちょっと待ってくださいね。これ見れるのかなあ、あれどうやって見たんだっけ。ちょっと待ってくださいね。今、準備中でございます。横向き配信がね、縦向き配信と仕様が違うんですよ。あ、来た。ワクワク、はい、反省会でしたね。そうなんです。いや、反省会ってタイトルに書こうかすごい迷ったんですけど、なんかネガティブな風に取られたらちょっと嫌かなと思って、大復習会にしました。あ、皆さん今のうちに高評価よろしくお願いします。もしまだの方いたらぜひチャンネル登録もポチッとしていただけると、なんとね、あと20人ぐらいで、20人もいらないか、あと12人ぐらいでね、2000人になるんですよ。びっくり。最近ね、ライブ、まあちょっとね、イベント立て込んでてライブ多いじゃないですか。だから、なんかライブ見てくれってチャンネル登録つながってるみたいで、すごいありがたいですね。こんばんは。ちょっと今ね、始まったばっかりで、ちょっと画面の調整等をしておりました。よいしょ。これで見れるかな。ね、いやでもね、もう年末ですから、これでね、今日宇宙遊泳行ってきて、多分これで今年はこれでイベント納めかなということでね、まあガラスペンも当選しましたし、今日のね、ライブ、イベント会場内のね、ライブ見てくださった方は、その瞬間をしかと見ていただけたと思うんですけれども、ね。はい、というわけでね、始めていきたいと思いますよ。ちょっと待ってくださいね。よし。やるぞ。こんばんは。八代あかねです。ね、そう。ライブの時についつい挨拶忘れて、一回も自分名乗ってなくないみたいな。今日の多分会場内ライブとか全然名乗ってなかったと思うんですけれども。あ、お疲れ様です。今日ね、文具女子博最終日でもあったんですよね。なんでね、ちょっと宇宙遊泳の、ライブね、見てくれる方いるかなって心配だったんですけれども、たくさんの方来てくださってありがとうございました。今日ね、参戦したって方もいるんじゃないかな、文具女子博ね。おー、2000人行きましょうね。行きたいですね。いや、おもちゃのチャンネルが実は今2010人ちょいなんですよ。この間2000人行ったばっかりで、もうね、文具のチャンネルの方が1年ぐらい後、1年どころか1年よりもっと後に始めてるので、正直追い抜きそうっていうのはね、なんか自分でもドキドキしてますね。文具のチャンネルもおもちゃのチャンネルも頑張りたいと思います。さあ、というわけでね、私は14日の本開催のね、プレじゃなくて、本開催の1日目と、あと土曜日、週末ですね、の2日間行ってまいりました。こんばんは、ありがとうございます。たくさん来てくれて嬉しい。皆さん今のうちにグッド評価お願いします。そうね、2日間行ってきたんですよ。でね、まずね、感じたことが、やっぱり、初日っていうのもあるんでしょうけど、平日と土日、日曜日行ってないんでわかんないですけど、土曜日は全然雰囲気が違いました、会場の。そう。いや、こんなにもね、平日と週末で雰囲気変わるんだなってちょっと驚きましたね。こんばんは、ありがとうございます。ちょっとね、今日はちょっとだけ息子がぐずってね、思ってたよりは遅くなってしまったんですけれども、10時台に始められてよかったなと思っております。でね、今日は購入品紹介のね、しっかりしたものは動画でね、やってほしいっていうアンケート結果になりましたので、動画をね、数本に分けて、多分分けなきゃいけないと思うんです。だってレシート見たらね、私1日目ね、81点だと思ってたら、なんとね、87点買ってたんですよ。なんか増えてると思って、ちょっと間違ってないかなと思ってチェックしたけど、多分間違ってないんで
私81点だと思ったんだけど6点増えてた。87点買ってまして、で2日目もね20何点買ってるんですよね。あれレシートどこ行ったかな。あ、袋の中かもしれない。そう、あ、これまとまってるかな。ちょっと待って。あ、まとまってた。2日目はね、よいしょ、2日、そう、87点も買ってたの。あ、2日目はね25点でしたね。おっと危ない、25点でしたね。まあ、巾着もらえる値段でしたよ。なのでね、これ単純計算してもね、100点超えてるんで、まあ、絶対動画ね、数本に分かれると思うんですけれども、まあ、逆にね、その、点数が多い分、多分一個一個を、じっくりは紹介できないと思うんです。その、購入品紹介の動画では。今後ね、もちろん使っていく動画っていうのはまた別に撮ろうとは思ってるんですけど、なので、今日はね、こう行ってきた会場の様子、あとどう回ったら効率的だったよっていうのを次回のね広島とかまた今後の文具女子博とかのね参考になれればなということでお話ししたいなっていうのと、あと多分ねノベルティまで購入品紹介に入れちゃうと多分本当に150点超えると思うんです、商品数がなのでちょっと今日ノベルティこのブースではこれもらったよっていうのをね、その周り順とか言ってる時にチラチラお見せして、であとはね皆さんの質問とかでもちろん会場内の様子でもいいですし、あとはね写真 X に購入品の全部広げてある写真が出てるんですよ。写真を投稿したんですよ。なので、まあ、それを参考にしていただいたりとか、まあ、当てずっぽでもいいんですけど、これちょっとよく見せてほしいとかね、そういうコメントいただけたらこの配信で動画では多分そこまでご紹介できないところまでちょっと紹介したいなと思っておりますので、皆さんどしどしコメントもいただければなと思います。そうプラスマステビュッフェの分、プラスマステビュッフェの分、マステビュッフェ、あ、そっかそうだね、ビュッフェっていうかガチャのことかな。ガチャですよね多分。ガチャとか入れると、ガチャはねレシートに載らないんですよ。現金で払ってるのでね、その場で。だからガチャとかくじ引きとかは確かに87点に入ってないからもう90点超えてますね90点どころか1日目で私100点いったかも、100点とか100点いったかもしれないでしかもねこうそう言ってくださってるビュッフェとか箱に何個か詰めれる分とかはね個数的にはもう全然4個とか3個とかそれぞれあるので、そうですね、もう商品点数は多分優に100点超えてますね。はい、というわけで、そう森のくまさんですよね。今日私が宇宙遊園でライブしてる時にお声かけいただいたのでありがとうございました。ちょっとねライブ中だったのでね全然お話できなかったんですけれども、こんばんは。これから、復習会始めますよ。今日2回目参戦ですか。具合悪くてスタッフさんに椅子まで連れてってもらっている方がいらっしゃいました。そうか、顔色悪かったです。そうか、びっくりした。連れて行かれた方なのかと思ってちょっと安心しましたが、でもねやっぱりいるよね。いるよね。まあねもう終わったことだし、文具女子博の運営さんはね運営さんなりに一生懸命やってくださってると思いますし、あと今回多分初めての再入場不可のイベントだったんですよ。だから買ってもねなかなかわからなかったんだと思うんですが、休憩できなかったね文具女子博はね。トイレの数もね正直来てる人数にしてはねマジ少ないよね。いや今日ねお昼の会場イベント会場内ライブでも言ったんですけど、宇宙遊園のイベントさんは貿易センタービルでねやられてるのもあって、で入場無料のイベントなのもあってね再入場可だったので、てかそもそも無料のイベントなのでねトイレ行き放題だし、トイレ綺麗だし、貿易センタービルなんで各階にトイレあるし、
いっぱいあるしでお外には椅子もねかなり置いてあるし、外では飲食 OK だしで、もう天国でしたね。そうすごく楽なイベントに感じましたまあなのでね、こんばんは。あれ私言った？こんばんは。こんばんは。あ、ライブ中失礼しました。いえいえいえ、お声掛け嬉しかったです。ありがとうございます。そうなんですよ。まあだからね、ちょっと文具女子博では会場内の、コンディションというか、設備はまあかなり来場客に厳しい設備ではあったなとは正直思いますね。2日目行く前の1日目行った時の報告会の時に、私アドバイスで絶対食べ物持ってった方がいいですよって言っちゃったんですけど、私もね2日目のライブ中に教えてもらって気づいたっていうか知ったんですけど、あの会場を食べるの禁止だったんですって。飲み物のみ OK、 しかもペットボトルの飲み物のみ OK って言われましたそうだからね、1日券じゃないですかあれって。だからもうチケットを買った瞬間にお前は昼飯は抜きだって言われてるのと一緒だったんですよね。それにね気づいてちょっとかなり悲しくなりましたね知らなくておにぎり食べちゃって、おにぎり食べたのは私が悪いんですけれどもね、書いといてよって思いましたねはい、こんばんは。前の大阪の文具女子博も再入場不可でしたね。あ、大阪も不可だったんですか？あ、そうなんだ。でもなんか誰もつぶやいてなかったから。でもまあね、文具女子博2日間行って思ったんですけど、まあほとんどの方は途中でやっぱ帰られてますね。だから午後すごいすくんですよ。そう12時あたりになるとちょっとね午前の帰る人と午後から来る人で入れ違いになって会場内の人数的にはだいたい同じ感じにはなるんですけど、午後来た人って、ゆっくり見たい人だったりとか、あとは家族連れが多くてそんなに長い時間滞在されないみたいなんですよね。なのでね、もう3時過ぎるとてかもうロルバーンの2回目ですね。だから3時半のノートの受け取りが終わると同時にすごい一気に人減るんですよ。だから本当は午後のロルバーンも皆さん早く帰りたいけど受け取らなきゃいけないから頑張って待ってるっていう感じなんだと思うんです。そうだからね、かなりやっぱ一日まるっといるのはしんどいイベントではありましたね。運営さんに今回の反省してもらいましょう。いやね、改善してほしいですよね。会場内暑かったし結構過酷なイベントでしたですよね。いや私ね基本、その与えられた時間、主人とかお外のね託児とかに子供預けないとイベント行けないので、もうイベント行くっていう日はもうほんと戦争の気持ちで行ってるんですよ。もうその日しかないっていう覚悟の気持ちで行ってるので丸1日滞在することが多いんですけど、いや今回は私もねかなり厳しかったですね。よく生き残れたと思いましたトイレ行き放題大事。いや大事ですよね。大阪は飲み物 OK で食事は不可みたい。一緒だったんですね。でもね食事不可っていうのも会場内どこにも書いてなくて、ライブ中にね教えてもらった情報で調べたら公式ホームページ、文具女子学の公式ホームページの Q&A のところにちょっと書いてあるだけなんですって。でもそんなの Q&A 見てる人以外ね分かんないし、 Q&A 見る人って用事ないと見ないじゃないですかいやだからかなり不親切だなとは思いましたね。楽しかったですけどね、もちろん出店されてるお店屋さんとか作家さんはもう全くもってその運営には関係なくて、めちゃくちゃたくさん用意してくださったりとか、皆さん親切に撮影もねさせてくださったりして、もうすごくいい人たちが集まっている、いい会社さんが集まってる文具の祭典だと思いますし、いっぱい買ったんでめちゃくちゃ幸せでしたしね。もちろん総評としてはすごく楽しかったいいイベントだとは思うんですけど、会場の設備はちょっと改善してほしいですねって感じですね。
2日目のロール挑戦したかったけど諦めた。そうですよね。いやね、お腹空きますよね。私もペコペコでしたもん。で本当一回も荷物置けないし、座る場所もないし、そう荷物をね地べたに置いたらね注意されたんで、それもダメなんですって。だから本当に休めないイベントではありましたはい、まあちょっと愚痴はねこの程度にして、でまあ今回の復習っていう形にはなるんですけれども、書くのがすごかった。このねパイロットさんのブースなんですけれども、万年筆の限定の書くのね、めちゃくちゃね争奪戦でした。もうなんか過去に見ないぐらい争奪戦でしたね。これですけれども、ゲットしましたよ。いや本当はね万年筆増やしてもなーと思って買わないつもりだったんですが、皆さんとねこのライブ文具女子博中にねライブをしたことによってですね、皆さんのコメントとか見てどんどん欲しくなってきちゃって、限定だしと思って、でまあねやっぱり2日目も始発で行ったんですよ。なのでやっぱりゲットしないともったいないかなと思ってゲットしました買っちゃった。そういやでもう先頭集団はまあほぼ 100% と言っていいぐらい皆さん書くのが多分目当てで、ちょっと待って、初めて文具調子博行きましたがいろいろ諦めちゃいました。ですよね、ちょっと大変でしたよねきっと。初めてがこの会場だとかなりしんどかったんじゃないかなとは思います。そうでトイレもね、そう最初に2箇所って言ったんですけど、ここしかなかったですねやっぱね。いやそう長蛇の列だったしね。これ可愛いでしょ書くのね。いや可愛いんですよ。そう可愛いのはめっちゃ顔が映ってる。ごめんなさいね、めっちゃすっぴんの顔が映ったこのね書くのは可愛いんですけどね、私ほら G 今まだ練習中なんでもったいないかなと思ったんですけど、可愛さにつられてしまいました。いやそうほぼ 100% って言っていいんじゃないかなっていうぐらい皆さんここ目当てで、だってね私だからここから入って書くのをゲットしに行ったんですけど、あんまりねここをこうスルーしてねロールバーに直接行く方がねあんまりいなかった。ほんと数人ぐらいだから、皆さんここで立ち止まって山になるんですよ。そうすごーと思いましたね。で書くのは最初はね制限なかったんですよ。特に1人1本までとか書かれてなかったんですけど、土曜日行った時、まあちょっと14日はね私見てないんで買わないつもりだったんでね、その時がどうだったかわかんないんですけど、でも多分なかったと思うんです。誰も言ってなかったから、そんなことだからなかった、制限なかったと思うんですけど、土曜日は行ったら1人各2本までって書いてありました、確か。そうだからね制限がされてましたね。そう私は各色1本ずつもらってロールバーンに走りました。そうでねロールバーンはねでもチケットさえもらえれば全然立ち止まったりはほとんどしないので、自分でペン持っていけばねもう記入してスッと渡して出てこれるので、ほとんどタイムロスないですね逆にね。来年子供連れて行きたいけど対策考えないとですね。お子さんどれぐらい大きいかなっていうところですね。正直かわいそうだと思います。お子さんがかわいそうなことになっちゃうと思います。例えばゆっくり見たいから午後に行くって考えたとしても、午後だともう限定品とか人気商品ほとんど売り切れてるんですよ。だからもうスカスカの中で選ばなきゃいけないし、で朝来たらガチ勢の塊なんで、もう子供がいても遠慮とかもないんですよね。優しさもないと思うみんな必死だから。だからなんかでね、ここ休憩もできないしお菓子も食べれないし飲み物だけだから、
子供が結局かわいそうなことになっちゃうなって土曜日の子供連れの方たちを見ててすごい思いましたね。なんかお父さんとお母さんも大変だし連れてくるのなのに子供もなんか本当に満足いってるのかな、辛い思いしてないかなってすごい傍から見ててね感じちゃって、なんか家族を対象にしてないイベントだなって感じましたね正直。書くのめちゃくちゃ可愛いですね。売り切れてましたですよね。話によるとね、ほんと開始10分でもう完売。正直多分10分経ってないと思います。だからもうほんと一瞬でしたね。めっちゃ顔映ってんじゃん。書くの危ないな。ごめんなさいね。お見苦しい顔を見せてしまって。そう。これはね、本当に始発組レベルじゃないと買えない商品でしたね。今後ね、もちろん手に渡った人が増えていけばどんどん争奪戦率は減ってはいくとは思うんですけど、でもね、転売ヤーがいるんで、メルカリでもね、6000円かなんかで売られてるんですよ、書くの。すごいよね、6000円だよ、倍以上だよ。なんで、ね、今回土曜日行った時制限ついててまだマシだなと思いましたね。開幕と同時に皆さんのでしょ、競歩がすごかったよね。本当にもうみんな全速力の競歩走っちゃいけないからギリ歩いてるっていうなんか判定になりそうな競歩でしたよね。こんばんは。出遅れてない。今全然まだ始まってちょっと喋っただけです。今ね復習会で、どう回ったら効率的かっていうのをこれからどんどん話していこうと思うんですけど、初参戦頑張っても見られないものだらけでしたですよね。初めてだとやっぱりね回り方なかなか難しかったりで取りこぼし多いと思うんです。3月のね上白でリベンジ、そうですね、上白ねまたちょっと雰囲気変わるイベントですけれども、同じくね結構争奪戦のもの多いのでね頑張っていきましょう。また上白もね予習動画やりたいね。書くの始めから制限あれば木曜に1歳の子供連れで行きましたが、外からの風が強すぎて13時には会場出ちゃいました。そうなんですね。1歳のお子さん、それは大変でしたね。楽しめましたか？ね、だいぶ朝だったらだいぶ人多いから、しかも木曜日でしょ、めちゃくちゃ朝多かったと思うね。書くのね最初から制限あればよかったんですけどね、ブースの方もねやっぱ売れ残っちゃったら困るっていう気持ちはすごいわかるので、様子見てたんでしょうね。そう、書くのはそんな感じでした。そうで、土曜日と日曜日、木曜日、その平日初日の平日と土曜日は全く雰囲気が違って、もう木曜日はガチ勢、マジでガチ勢、文具が好きでもう絶対これをゲットしたいってしっかり予習をしてきて、戦争準備万端な人たちがやっぱり大半を占めてるなと感じましたね。午後になっても大人率がすごく多くて、人は確かに減りはするんですよ。でもそれが本当に多分体力の限界で皆さんしょうがなく離脱されるんだろうなみたいな感じの雰囲気で、残ってる方も大きな方が多かったですし、大人の方が多かったですし、ゆるく趣味程度みたいな方はやっぱ平日もあってあんまりいないイメージでしたね。雰囲気でした。で土曜日は午前中はガチ勢で、しかもガチ勢の中でももう2日3日間とか2日間3日間参戦してる強者もう勇者たちみたいなガチ勢が集まってる感じでしたね。午前中の特に始発のレベルの最初の並びの人たちはもうみんな数々の戦争を超えてきている人たちっていう感じで、もうブースの場所も分かってるし、何が何時に行けばいいとかっていうのも分かってるしみたいな、そういう人たちっていう感じがしました。で午前中でもその代わりだから午前中はそういうもう2日目3日目みたいな参戦の方が多いので、多分取りこぼしてたりとか売り切れてて買えなかったものだけをお目当てにゲットしたら意外と早
く履ける人も多いかなっていうイメージはありましたね。そうで午後になるとすごい家族連れが増えて、あと子供連れが増えて、子供率が一気に上がりました。でももうその頃にはね、ほとんど限定品とかも売り切れてたんですけど、でもねやっぱちらっとしか見てないんですけど、平日に売り切れるものと土曜日に売り切れるもののその速度とかもだいぶ違いましたし、やっぱりこう来るね人の層によって売り切れ早いかどうかっていうのはだいぶ変わるんだなっていうのも感じましたね。だからそれもあってブースさんもその制限かけるとかっていうのはやっぱりこう憶測でね、予想でやらなきゃいけないから大変なんだろうなとも思いましたね。皆さん忘れないうちにグッドボタンお願いします励みになるんでよろしくお願いします。人気のものは最初から制限つけてほしいですね。そうですね。ただ多分だからブースさんも分かんないんでしょうね。人気だろうと思ったけどそうじゃなかったものもあったり多分するんだと思うんです。だからこういっぱい用意したけど全然ダメだったとかっていうのが多分過去とかにもあったりして、こう予想難しいんでしょうね多分。仙台の文具女子博も再入場不可で休む場所もなく座り込み警察がいて大変でした。あ、そうなんですね。仙台もそうなんだ。今年の文具女子博は結構そういう感じなのかな。ポップアップは時間が分かれてるじゃないですか。だから1日券じゃないから全然別にそれでもいいと思うんですよ。短いから時間がそれぐらいは我慢できるなっていう時間だから。でもこの1日開催のやつはちょっと考えてほしいですよね。ポップアップとはちょっと仕様を変えていただきたい。そう勇者いやもう本当になんかもう面構えが違うみたいな人たちが多かったですねプレミアムタイムか平日に休み取った方がいいね。そうですね。ガチ勢だらけの文具女子博にはなると思うんですけど、プレミアムタイムか平日の方がちょっとなんだろうな、ゆっくり見れるっていうか、なんだろう、雰囲気的にはガチの人で集まってるからこそ見やすいかもしれない。ある意味みんなの行動が予測しやすいっていうのもありますね。早速ありがとうございます。高評価増えてるありがとうございます皆さん。あとまだの方ぜひチャンネル登録お願いします。励みになります。金曜日に初めて文具女子博行きました。おめでとうございます。初参戦。全然効率よく回れなくていろいろ逃してしまいましたし、ものすごく疲れましたがとても楽しかったです。購入品を見るたび幸せ感じます。そうなんですよね。めちゃくちゃ疲れるし、なんかって思う部分もいっぱいあったけど、購入品見るとね、なんかやっぱ行ってよかったなとは思うんですよねいや魔力ですよ、魔力、文具の魔力。そういやで、私はだから土曜日はね書くのをもう風のようにゲットして、でロールバーンも風のように通り抜けて余白さんに行ったんですよ。余白さん、余白さんでね、木曜日に目星をつけていたペーパーセットとマスキングテープ、ストライプさんなんとかとストライプさんのコラボ商品のマステを狙ってたんですよ。なぜかっていうと、本当は1日目に買えばよかったんですけど、今回ねノベルティマスキングテープのノベルティが2種類あるんですよ。白さん青色と灰色グレーがあって、どっちかしか選べないんですよね。なので1日目に1個もらって、また来るからその時にお会計分ければもう1個もらえると思って行ったんですけど、なんかね並んでる時にね、朝の並びの時に周りの皆さんと仲良くなって、周りの皆さんと仲良くなってっていうのが実は並んでる隣にいた方と前にいた方が私の動画を見てくださってた方で、もしかしてあかねさんですかって言ってくださってですね、それで皆さんで話すことになったんですよ。戦略を練り直したりして情報交換して、本当にねお声掛けしていただいてありがたかったんですけれども、それでねなんだっけ
あれ今何言おうとしたんだっけ、ちょっと待って、今話飛んじゃったよ今何の話してた？ちょっと余白さんでしょ、余白さんでしょ。あ、そう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 。でその中の一人がすごく情報通な方で、すいませんね、もうなんか記憶が飛んじゃって、情報通な方でね、余白さんって結構イベントで、その数日間あるイベントだと運営からこう必ず補充してくださいって言われてるもの以外はもう初日に店頭に並んだ在庫が全てなんですって。だからどんどん売り切れていくタイプのブースさんなんですよね。そう、まあ、だからこそたくさん用意してくださってはいるんですけど、そうだからね、土曜日に朝一に行ったんですけど、もうペーパーセットが売り切れちゃってて、それだとねお会計的にマスキングテープもらえないんですよ。マスキングテープ2つだけだと。だからね結局並んだのに何も買えずに終わっちゃって、すごいね残念だったんです。そう、ロルバン書くのを取ってロルバン行った後に余白さん並んだら、やっぱり余白さんを一番に限定感があったんで、特に余白さんに最初に並んだ方でもうすでにちょっと列ができてて、でしかもね買うものが決まってても列は会計順になるから順番は抜かしちゃいけないし、奥の方にあるものとかもそのどんどん前の人がはけるまでは絶対手に取れないんですよ。何人かすいませんもうあれだけなんですけどダメですかみたいな、買うもの決まってる人も多いんで、他のとこ回りたいじゃないですか、みんな朝一に来てるから。だからいろいろね物色してる人時間かかっちゃうから詰まっちゃうんですよね、すごく。それでみんなちょっとね結構イライラしてて、後ろの方めちゃくちゃブツブツ言ってらっしゃったんで、相当キレてるなと思ってたんですけど、皆さんで同じ質問を何回もしてて、でもダメですっていうことでもうずっと並んでなきゃいけなかったんですよね。でだから私みたいにもうあれ買うって決めてたのにそれが売り切れてるって最後までこっちから並ぶんですけど、ここに私が欲しいもんあったんで見えないんですよ、いつまで経っても。でようやく自分の順番来たぐらいで売り切れてるってなって、もうだからここまで並んだのに買えなくてすごいショックだったんですよ、正直そうなんでね、まあちょっとだから今後ねイベントで紙博ではねどうなんだろう、まあやっぱ限定とかあると同じような状況になるのかもしれないんですけど、まああとはねブースの形にもよりますよね、多分並びとかって。例えば商品は自由に見ていいけどレジの列だけ並びとかだったら全然いいと思うんですけど、今回みたいにこう買う順番まで列で整理みたいな、買う順番と見る順番が両方セットで列だともう全然進まないんで、今後ね余白さんこういう壁ブースとかになってる場合は欲しいものがある場合、あと他のものを見たい場合は一番最初に行かないとすごくタイムロスすると思います。自分が売ってるもの初日だったらいいですけど、後半戦だったら限定ものじゃない限りは売り切れてる可能性がそんな感じであるので、ここはね結構罠だなと思いましたね。ちょっとコメント読ませてくださいね。文具の魔法使い文具の魔法使い、いや住んでますよここに。あかねさんと会えたの羨ましい。いやあれはね偶然でしたね。お隣の方とねそのトイレをねトイレ版したいじゃないですか。だからちょっとこう仲良くなりたいと思ってこうお話ししてたらすごい目線が来るんですよでなんかチラチラ目合うんですよ。だからなんか私顔についてるかなと思って、なんか変な格好してるかなとか思ってドキドキしてたんですけど、そしたら「あかねさんですか?」ってお声掛けくださってすごい嬉しかったですね。まさかそんななんか見てくださってる方がねいるなんて、しかも2人もいらっしゃったんで、こんな私の小さなチャンネルで2人も近くにいらっしゃるってなかなかレアですよねいらっしゃい。もうぜひぜひお邪魔してください。皆さんよかったら高評価をしてくださいね。もう励みになりまくるんでお願いします。あとまだの方いたらぜひチャンネル登録もお願いしますよ。今後もねイベントのこういう、有益な情報とか発信していこうと思ってますからね。
こんばんはこんばんは。今回横に長いブース、そうね、特に壁はね全部横に長かったし、あとメリブンさんとかもねすごい横に長かったですね。こんばんは。あかねさんのライブ見てノンララさんのメモロールメモ買いました。よかった。そうノンララさんのメモロールはね実は争奪戦だったっていうね。私も知らなくて皆さんからの情報でね知ったんで本当に助かりました。余白さんって引退するらしいって本当、それは初耳です。何引退って、引退って何、もう作品を作らないってことそれはちょっと初耳ですね。15日初参加でした。おめでとうございます。デビュー。余白さんの限定マスター欲しかったけど行列見て諦めました。いやそうですよね。あの行列はね長いし進まないんですよ。本当にびっくりするぐらい進まない。こんなに朝早く来てこんなこと言ったら申し訳ないんですけど、こんなに朝早く来てそんなじっくり見なきゃいけないのかってちょっと思いますね。なんて言うんだろう、こう朝から頑張る人ってこう結構買うもの決めてる方が多いのかなってイメージだったので、ちょっと予想と反しててね、なるほどと思いました。余白さんの行列の制限って割り込み体操、そうです。やっぱレジの順番が変わっちゃうとその早く並んだ人が不公平になったりって、それは分かるんです。すごく理解できるんですけど待ってる、買いたいもの決まってて待ってる人からすると非常にストレスな列だなとは思いましたね。そこは正直なところ。わかりますよ。だって後ろからねそれが欲しいって後からその最初に並んでた人の方が欲しいと思っても売り切れちゃう可能性もありますもんね。余白さん商品の種類多いから何を買うか決めていないと。そうなんですよ。かなり、しかもマステだから近くでじっくり見ないとタイトルだけ見てもね柄わかんないし、だから結構ねマステ選ぶのに時間かかってたっぽいですね皆さんね。わかりますけどね、どれも魅力的だけど全部は買えないからね迷っちゃうのはすごいわかるんですけど、ルーズリーグミニのバイキングもそりゃそうですよね、なかなか進まなかった。そうですよね、ここもすごい行列でしたね。本当に皆さん、詰め詰めする系なんでね、やっぱ満足いくまで詰めないともったいないし、だから全然進んでなかったですね。いつまでも行列。もうこの余白さんと、マルマンさんとあとデルフォニックスさんのカスタム以外の列もすごかったですね。ずっと行列でした。各の限定万年筆買えず、残念、そうだったんですね。でもあれもうほんと開始5分とか10分とかで終了なんで本当に先頭にいないと無理でしたよ。ロールメモあと2つのところで変えてセーフ。よかった、やりましたね。はじめまして、こんばんは。今ね文具女子博の復習会をしております。そうだからここのね余白さんで結構時間ロスをしてしまって、私2日目に2回目参戦の時にねリラリラハンコさんのノベルティの巾着が欲しかったんですよ。1日目ね結構早めに行ったんですけどそれでもダメだったんで、余白さんをねそんな並ぶと思ってなかったから、書くのとドルバンを風のように通り過ぎたら余白さんで買って間に合うだろうと思ったら余白さんで思わぬ足止めを食らってしまってダメでした。リラリラハンコさんの巾着ねゲットならずだったんですが、なんとですねこの朝の並びで仲良くなった方がですね分担しましょうかって言ってくださって、リラリラハンコさんのノベルティもらってきてくれたんですよ。めちゃくちゃ優しい、もう女神様かなと思いましたね。はい、というわけでねリラリラハンコさんのねこちらの貴重な超スーパー貴重な巾着ゲットさせていただきました。もうこれは本当その方の優しさが染み込んでいる巾着でございます。大事にします。いやこれねめちゃくちゃ争奪戦だったんです。このノベルティ50人限定かなんかでもうフォローするだけでもらえるんですよ。豪華ですよね。でデザインも可愛いしリラリラハンコさんファンも多いんで、もう本当にね争奪戦でこれを一番のブースにしなきゃいけなかったかなぐらい。書くの狙ってなかったら一番に行こうと思ってたんですけど、ちょっと書くのに変更しちゃったんでね、いやもう本当にこれは優しさが染み込んでおります。
はいプレミアムと土日に今回初めて行きましたが、ロルバーンと余白だけは行かなかったです。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ列ですもんね。行列ですもんね。まあでもね、どちらも魅力的な商品多いんでね、機会があればぜひ覗いてみてください。優しい、そうなの、本当に。ロルバーンのホリデー館、最後の方でも残ってました。そう、ロルバーンのホリデー館は残ってます。どの日も最後まで残ってましたね。なんかね、その情報通の朝一緒にいらっしゃった情報通な方曰く、多分単価が高いから転売ヤーに狙われにくい商品なんじゃないかとおっしゃってらっしゃいましたそう、シャチハタさんもね並びますね。そうそう、シャチハタさんもなかなかの激戦区で、字かけるもう超人気で瞬殺でしたし、あとわらべのね箱に入れるやつビュッフェもすごい人気だし、あと万年筆のカスタムもね、ビュッフェもねすごい人気だったので、すごく並んでるイメージありましたね。ただ並びが切れるのが早かった気がする。売り切れだったからかもしれないけどそう、なんか余白さんとマルマンさんとロルバーンさんはずーっと並んでる、いつ来ても並んでるけど、シャチハタさんはなんかお昼前ぐらいになると列がなくなってて、まあわらべもなくなってたんですけどロルバーン、インク入れるのが2人ずつなので、なるほどね。わらべの、なるほど。じゃあ次回ね、シャチハタさんのわらべのボックスセット狙ってる方は早めに行った方がいいかもしれないですね。ロルバーンの先行販売品は買えませんでした。ドレス柄の L サイズ。売り切れだったんだ。そうなんですね。ロルバーンね、今回新しいシリーズが出たんで、カスタム以外の柄が全部売ってたのと、あと、文具女子博限定品、あと今回新作でノートにつけれるちっちゃなチャームが売ってたんですけど、チャームがめちゃくちゃ人気だったみたいで、チャームはね早々になくなってましたね。リラリラさんわかるね。リラリラさんめっちゃ混んでましたよね。50個、そう、50個はやっぱね厳しいですね。特にタダでもらえちゃうからね。いやほんと太っ腹でありがたいんですけど、リラリラさんはやっぱ一番最初にね行かれたんですね。ノンララさんのロールメモは量産できないそうです。そうなんですね。これから先のイベントでもご留意くださいませということで、ノンララさんのねメモロール、前回のライブの時にお見せしてるんですけど、すごく素敵でね、まあ多分SNS がね今主流の状態なんで、皆さん情報ゲットして本気の方はね絶対ゲットしたい品だと思うのでね、狙ってる方は本当1番2番ぐらいにはいかないとかな。1日20個あるかないかぐらいなんでね、20個もないかもしれないね。今年はロルバーンのカスタムはしませんでした。そうなんですね。カスタムしないとちょっと気楽ですよね。こんばんは。公式 YouTuber には立候補しないんですか？登録者数関係ないみたいです。ありがとうございます。いや、立候補したいんですけれども、今年の立候補がいつだったのかがちょっとわからなくて、知らないうちに決まってましたね。前回って言っていいのかな、初めての公式 YouTuber の募集の時には実は応募したんですけど、その時ね文具女子博の文具のチャンネルを立ち上げようとしてた時だったんですよ。だからまだ登録者一人もいないけどチャンネルだけはあるみたいな状態で、まだ一本も動画出してなかったんで、当然落ちるよねと思って、ただ私ねおもちゃの動画やってたんで、そっちの動画やってて、この新しく文具の動画も始めようと思ってるんですって言って応募したんですけど、ダメでしたね。で今年は知らなかった。なのでね、来年以降チャンスがあれば応募はしてみたいなとは思うんですけどね、もし皆さん推薦枠とかあったらぜひよろしくお願いしますでもね、あとはねもう一個怖いのは、あれ絶対プレミアに行かなきゃいけないじゃないですか。プレミアムタイムかに行かなきゃいけないじゃないですか。もう私ちっちゃい子供がいるんで絶対に日にちが開けられる保証がないんですよね。だからそこだけちょっと心配だなとは思ってます。ただ気持ち的にはめちゃくちゃ公式 YouTuber やりたいですね。なのに今日めちゃくちゃ酷評しちゃったけど最初会場についてねいや文具女子博楽しいですよそこは嘘じゃない、ほんと。
今日リラリラさんのガラポンで、ツイッターつぶやかれてましたよね。ワッパ弁当箱、あれ特賞ですよね。おめでとうございます。私はマスキングテープでした。3つね買うとねもらえるノベルティだったんですけれども、リラリラさん2つのね種類のノベルティやられてたんでね、ノベルティやっぱあると嬉しいですよね。さらっと、そうね、さらっとしすぎてて全然見つけられなかった。知らなかったです。知らないうちに終わってました。遅れました。全然大丈夫です。ありがとうございます。来てくださって絶対推薦させていただきます。ありがとうございます。嬉しい。皆さんグッド評価よろしくお願いしますよ。そうグッド評価ねしてもらえると見てくれる方が発見されるチャンスが増えるのでよろしくお願いします。なんか今回会場暗くなかったですか？流通センターの方がいいなって思ってしまいましたが、私だけかな。まあ確かに一応電気はついてたから頑張ってはいるんでしょうけど、会場自体がやっぱりすごく広いのとなんか倉庫みたいな壁じゃないですか。だからかなとは思いましたけど、確かにねちょっと暗めでしたよね。流通センターで再入場可にしてくれた方が私的にはね、交通の便は正直横浜の方が近いっていうか楽だったんですけど、会場のそのスタイル的には流通センターの方が良かったかなとは思いますね。確かに広すぎたよね。いやそうですね、ちょっと広かった。でもその分やっぱりすごい数のブース出てたんで、文具好きとしてはね、もう本当に文具に囲まれてる感があって、もう幸せの会場ではあったんですけどね。こんばんは。遅刻大丈夫、間に合ってる、全然大丈夫。はいというわけでね、リラリラさんのノベルティは早めにゲットした方がいいですね、もし次回もあれば。でその後はね、でも私2日目参戦だったんで、その後はね結構取りこぼしたものとか、あとはノベルティを確保しに走った感じだったんですけど、サイエンさんのねノベルティ、マスキングテープ毎回やられてるんですけど、サイエンさんのノベルティはね結構早くなくなりますね。やっぱマスキングテープ1本丸々なんで、皆さん全ブース回られたんですか？私もでも2日目行った時は取りこぼしないか最後に全部バーッとはチェックしましたけど、やっぱり全部見るの難しいですよね、この量だとね。今回ねサイエンさんのマスキングテープフルーツ柄じゃなかった。なんかちょっと和っぽい感じのお花柄でしたね。色が何色かあって選ばせていただいたんですけど、でも数そんなに多そうじゃなかったんでね、やっぱ争奪戦のノベルティの一つだとは思います。こんばんは。遅れました。こんばんは。楽しかったですか？楽しかったですよ。やっぱ文具に囲まれる幸せっていうのはあるよねって感じでよかったですね。行ってよかったイベントっていうのは間違いない。今年は厳選しましたが、文具女子博のインスタライブでこれ忘れたってあった。そうなんですか？絶対見逃しはあると思います。こんだけブース並んでるんでね。文具博始発で並んで2日間も行かれて、今日も宇宙遊泳イベント行かれてて、そのバイタリティに惚れました。これからめちゃくちゃ応援させてほしいです。ありがとうございます。ちょっとね今週は頑張った。年内のね締めのイベントですし、頑張りましたね。今回は頑張ったあとねライブ配信っていうね新しいこの技を身につけまして、やっぱ皆さんと会話できるのすごい楽しいし、おかげさまでねすごいチャンネル登録者数がこのライブ配信で増えたので、やっぱやる気出ますね。これなら頑張れると思いました。皆さん忘れないうちにグッド評価と、もしまだの方いたらぜひチャンネル登録お願いしますね。いやほんとね、普段見えるのって数字だけなんで、やっぱりすごいその数字がモチベーションになるんですよ。ちょっとねしんどくても頑張ろうって思うんですよね。だから今回この文具女子博の購入品の時も我慢しようって思っても、いやこれでも動画で紹介した方がいいよなとか、やっぱ動画のこと考えちゃうんですよねその結果が100点超えでございます。
予習したところ以外はさらっとしか見てない。そうですよね。まあそうだと思います。これ全部をじっくりはね、日をまたがないと無理ですね。ねえ、私もありがとう。2日目行った時にさらっと一通り全ブースをね、そうさらっとはね、まあガーッとね回れますね。ライブ配信めちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。1日目は目的のものをゲットするためにそう1日目でどれぐらいゲットできるかでやっぱその後のね落差が変わりますからね。まあと言いつつ私は書くのを取りこぼしたんで2日目争奪戦で頑張りましたけどね。あかねさんと会話してるみたいで嬉しい。会話してるんですよ皆さん。これは会話ですよ高評価押しました。ありがとうございます。嬉しいです。そうまあ、なんでねとりあえず2日目は私はこの核のデルフォニックス余白リラリラさんっていうのをまあ一番の目星にして、あとはね取りこぼしたノベルティ系を走りましたね。あとねフーローさんのこれ前回も言ったんですけど、フーローさんのシーリングスタンプガチャがあるんですよ。1回500円なんですけど、当たりだとシーリングスタンプが入ってるんですよね。でまあ外れっていうほどひどくないっていうか全然素晴らしい景品なんですけど、スタンプじゃなかった場合はローのパック、そのシーリングスタンプで使うワックスのパックが入ってるんですよね。でもしっかりと正規品のサイズのパックになってて、すごい可愛い色がいっぱい入ってるし、ラメ系とかも入ってたり、すごい可愛かったです。私はね2日目もう1回引きたくて、1日1回1人1回しか引けないんですよ。数が少ないから50個限定だったんじゃないかな、ここも。なんでねシーリングスタンプやってる方はフーローさんのガチャ引きたかったら、まあ、早めに行った方がいい。結構すぐ売り切れてました。そうコメントが来てる。ライブ配信中の英語がかっこよくて定期的にやってほしいです。いやあれは外国の方のコメントがあるからそれに返信してるだけであって、別に一人で勝手に英語喋り始めたわけじゃないですからねそれただの変な人ですからそうなんかねお昼にライブすると外国の方がまあ多分時差の問題もあると思うんですけど、なんかお昼はね結構外国の方が覗きに来てくださるんですよね。そうでそれでねちょっと英語で質問されたりとか会話されるので、その時だけちょびっと英語をしゃべるっていう形になってます。すいませんなんかねそう1日目取りつかれたように袋に入れてた。いやそうですよね。1日目でどれぐらいこうね自分のリストを消化できるかが大事なんでね、やっぱり。いやでもね今回行ってやっぱ改めて思ったんですけど、私前回もねその3枠行ってるんですよ。プレミアそうなんか前回私3日間って言っちゃったんですけど、確かねプレミアム枠を、午前午後両方取って、であともう1日行ったんですよね。そうだから3枠行ったんですけど、文具女子博ね完全にというかしっかり自分が欲しいものを網羅するためには2日は最低必要ですね、やっぱり。でしかもさらに今回規模でかくなってるんで、よく言えば3日間ですよね後でいいので正当者さんのマステと缶、はい了解です。マステと缶ねご紹介しますね。正当者さんの話もしないとね。フーローさんガチャりました。当たりは出ませんでしたがピンクの可愛いワックスね、そのスタンプじゃなくても出てくるワックスほんと可愛いんですよ。本当にねなんか私もスタンプ以外はなんかおまけ程度の外れ枠なのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて1回500円なんですけど、500円むしろちょっと安いかなって思うぐらいしっかりワックス入ってるんで、前回もあれどこだろう、ちょっとねもうねマジ100点あるからね探すのも大変で、これすごいいっぱい入ってる。これ500円は別に全然悪くないよね。そうこれは私2日目に引いた方のローなんでガチャなんですけど、可愛いでしょ色も。そうすごくいいなと思いましたね。やっぱ人気あるみたいですぐ売り切れるガチャです。初めてこんばんは、初めて来ました。ありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。ぜ
ひ皆さんもまだの方はよろしくお願いします。あとグッド評価ね。ありがとうございます。英語本当にかっこよかったです。ありがとうございます。恥ずかしいな。ありがとうございます。今年は文具女子博ポップアップも行ったので、マステは横浜では買いませんでした。偉い、すごい。いや、私もね、文具女子博ポップアップ行ったんですけどね、おかしいな。おかしいな。私も3日間ぐらい行かないとね、そうですよね。本当に網羅したかったら3日間はいるなって思いました。3日間はゆっくりだからね、取りこぼしないかをチェックできる感じかなっていう感じですね。おいちけは同感。いや、本当にね、まあ、破産の切符ですね。お財布とは要相談。いや、本当に。まあ、規模もね、大きいですからね、本当に。で、あとね、今回、なんかノベルティで結構ペンとか、まあ、既製品やっぱそのまんまっていうの多かったイメージがあるんですけど、この G2 さんだっけ、どこかな、B の 56B の56、ここら辺ですね、56、これか、ここの、G2 さんっていう方はアンケートに答えるとペンがもらえるんですけど、これもね、14日行った時はもうすぐなくなっちゃってて、2日目に2回目参戦の時にゲットしました。普通に正規品のペンでしたね。であとね、すぐなくなった系はね、パイロットさんのボールペンもそれなりに人気ありましたね。やっぱ文具女子博って書いてあるボールペンだったっていうのもあって、ただね、皆さんここ最初に書くの行くじゃないですか。でもその後、その狙ってるものが皆さんあるんで、しっかり。だからその時には誰もね、そのノベルティはもらわないんですよ。だから風のように通り過ぎるんですよね。皆さん本当に。で、あとちょっと落ち着いた時にもらって、ノベルティをもらいに再び戻ってくるっていう感じ。私もそうだったんですけど、でも、私もね、早めに行きましたね。9番目のブースだったっぽい、私が回った2日目の時ね。9番目で、でもね、もうあと残り10本あったかなぐらいだった気がします。このカゴに入ってた感じ見たらね。わかんない。もしかしたら補充されるのかもしれないですけど、でも1日目は遅くに行ったらもうなかったんで、なくなるのはなくなるタイプの、ノベルティですね。ちょっと待って、コメント見ますね。あれコメント、違う、これあれだ。そう、横型配信だとコメントが自動的にね、出てくれないので、ちょっとね、今もう一個の携帯を使って、リストとこの配信を両方見てるんですよ。ノベルティ欲張るのをやめました。そうね、ノベルティ、1日しか来ないんだったら、正直、その狙いの商品とノベルティを欲張るのは無理だと思いますね。ノベルティも正直他の正規品と人気正規品と同じぐらい早くなくなるノベルティも多いので、ノベルティ欲しかったら絶対2日間参加する必要があるかもしれない。このために頑張って働いてるから。そうですそうです。黎明さんも結構早く限定品が完売。そうね、黎明さん今回人気だったみたいですね。パンダ可愛かったし、皆さんやっぱりサイズのノート手帳使ってる方多いのかなね。バイブルサイズですね。そう、私はねバイブルサイズまだ手出してないんで今回は諦めたんですけどね、黎明さんも人気でしたね。で皆様の回った順を聞くのもまた楽しいね。ちょっと欲しいものがね意外と違うんですよね、皆さん。だから結構回り順違ったりもしますよね。結構ねいつもびっくりするのが皆さんこうハッシュタグでね文具女子博戦利品でツイートされるじゃないですか、ポストされるじゃないですか。その戦利品見た時にへえこういうのもあったんだとか、その自分の狙ってたものとは全くこう違うジャンルだったりとか、その好みではないって言うとなんか変なんですけど、狙ってなかったものとかがねいっぱい載っててへえって思うことあります。こんなにも人の趣味って違うんだなみたいな。こんばんは。いつも動画拝見させていただいてます。ありがとうございます。いつか今回のよう
大規模な文具女子行ってみたいなと思ってます。ぜひ機会があったら参加してみてください。体力と予習が大事です今回いい勉強になりましたね。いや私も毎回学ばせてもらってますよ。皆さんからねいただく情報もすごい有益で、いつもすごい助かってるんでね。そしてねあとね、すぐなくなった系は、そうそう、意外とね、意外とって言ったら申し訳ないんですけど、この B の27番の六角さん、すごい箔がキラキラしてるお店屋さんなんですけど、この六角さんのね、ノベルティ、1000円購入しないともらえないノベルティなんですけど、そのね、ノベルティがね、今回これだったんですよ。この箔が、すごい綺麗な、パンダのクリアファイル、英語サイズかな。これがノベルティで、これもねすぐなくなってましたね。六角さん今回多分初参戦かな、この東京界隈神奈川東京の中では初めての参戦だったお店だと思うんですけど、私の記憶だと違ったら申し訳ない。置いてあるねマスキングテープとかもすごいキラキラで可愛くて、そう私はそこでマスキングテープを4本買ったんですけど、ついにこれをゲットできました。1日目の時はもうねノベルティ終わっちゃってたんですよ。そうだから2日目だなと思って頑張ったんですけど、可愛いよねこれね。人気が出るのがわかる。やっぱノベルティ豪華だといっちゃいますよねあ、六角さんもらいましたね。これも結構争奪戦でしたね。人気ありましたよやっぱり。ね、そうですよね。で、あとね、そう、皆さんの、ライブでね、皆さんと話してて、感化されちゃって、ついに買っちゃいましたよ、私も。マイルドライナーの素。いや、私、買うつもり全然なかったんですよ、マイルドライナーの素。すごいね、こう話題になってて、まあいいなとは思ったんですけど、私気づいたんですよ。自分がマイルドライナー1本も持ってないことに。いやだからこれマイルドライナーの素はマイルドライナー持ってないと遊べなくないと思って、欲しいけど使えないと思ったんですよいやだからね買う気がなかったはずなんですけど、なんとですねキヤノンさんのところのノベルティがマイルドライナーだったんですよなんかね、インスタかなんかをフォローするともらえるオリジナルグッズがあるみたいな。オリジナルグッズじゃないか、ペンをプレゼントって書いてあって、それがねマイルドライナーだったんですよねえ、びっくり。いやだからさ、マイルドライナー1本手に入っちゃってゲットしちゃいましたよ、マイルドライナーの素。このねマイルドライナーピンク、くすみピンクみたいな色でしたね。なんかねでも何色かあった。黄色とか緑もあったかな、ピンクもあって選べて、私はこのくすみピンク、なんかくすんでないピンクもあったと思います確か。でもね結構早々にピンクなくなってましたね。そうで紫に合うのこれかなと思ってピンクにしました。実はこっちを先に買っちゃったんですよ。マイルドライナー持ってないけどとりあえず買っとこうと思って。やっぱり他のね書くのとかみたいに瞬殺とかではないんですけど、やっぱかなり皆さん気になってて、ただ一人一色なんて言えばいいの、一色しか選べない、一色一個しか選べなくて全色買えないんですよ。1個ずつとか無理なんですよ。1人1個しか権利がないので、そこまで早くは売り切れなかったですけど、まあでもねもうお昼には当然なくなってるって感じでしたね。だから先にゲットしとかなきゃなと思ってマイルドライナー持ってないのに、1個買いましたでもうねネットでマイルドライナーの値段を調べて全色セットを買おうかなとすごく悩んでたら、キヤノンさんのブースでマイルドライナーもらったんで、とりあえずこれで遊んでみて、でねまあ楽しかったらもっと色買おうかなって思いましたちょっと待って、コメント読みますね。これいちいちね自分の配信に戻ってこないとコメントが読めないんでね。
かもコメントが来た来た。ノベルティの予習、いやめっちゃ必要ですよ。ノベルティは絶対予習必要。特にたくさんノベルティもらいたい場合はもう絶対予習必要。むしろ欲しいものよりも予習必要かもしれない。本当にね、なくなるの、人気のノベルティはそれこそ瞬殺でなくなるんでね。ノベルティもらうのに声をかけるのが緊張してしまうんです。すごく優しい方なんですね。私なんてもうずうずうしくいっぱいもらいましたよ。いろいろ欲しいんですけど、周りの気迫に押されて、まあ分かります。私みたいな人がいるとね、負けちゃいますよね、きっとね。毎回タイミングを伸ばしてます。皆さんどうしてますか？いやもうね、ノベルティは当然の権利と思っていいと思います。だってそのブースさんも宣伝のために用意されてるわけですし、入場料払ってますから皆さんね。だからノベルティは当然の権利としてもらっていいものだと私は思っております。よくどしいかな？大丈夫？お前は遠慮しろよって感じですけど、私の場合はね。私も悩みましたが、予算がいや予算とは戦ってますよ。私もいつも、私今回の文具女子博は正直もう破産っていう言葉じゃ足りないぐらいオーバーしてます。かなり前借り状態。そうやばいよ。いやだからちょっと回収どうにかして回収しなきゃと思って、家にあるいらないものをたくさんね、ちょっとこれから出品しようかなと思います。フリマに。マイルドライナーお子さんと遊んでくだされ。そうですね、なんかねすごい楽しそうですもんね。ノベルティはずうずうしく行くしかないですね。そうですね、でもずうずうしくないはず。このノベルティは本当もらっていいものなはずなんで、しかもね、そのノベルティもらって、こんなノベルティもらいましたってさ、X とかで発信してあげることによってまたそれで人呼び込めるわけじゃないですか。だから本当宣伝のためだから、宣伝に協力してあげるつもりでもらうといいと思いますよ。ノベルティ一度どこかのブースで勇気出してもらったら後からは緊張感が和らぎました。そうですよね、一回もらっちゃえばもう経験者ですから大丈夫。ノベルティグッズ、風邪気味でいつものボリュームの声が出なく、混雑中はスタッフさんに向かって手を挙げてました。でもね、わかります。私もすごい混雑してる時にくださいって手を挙げます。じゃないとね、他の方がグイグイ来たりするんでね、順番とかないんで、ノベルティはね、ほんと購入特典のノベルティはね、もちろん買った人順でくれるんですけど、配布してる系のノベルティはね、ほんと手挙げてでもいかないとね、もらえませんからね。意外と結構こうノベルティ最後の1個だったっていう方も多いですし、そう、マイルドライナーの元の質問してごめんなさい。はい、実際マイルドライナーにつけて書くと元の方の色がすぐに消えてしまう印象だったので、筆先の長い筆ペンや空っぽペンにインク入れて遊ぶとグラデーション綺麗に出るのかなと思いました。そうですね。いや私もね、だから最初マイルドライナーを別に持ってなくても他のペンでもね代用できるかなと思って最初ね買おうと思ってたんですけど、一応注意書きでマイルドライナーの元以外のインクとは混ぜないでくださいって書いてあるんですよ。なんかでもつけペンとかのインクでも混ぜちゃいけない成分が入ってるインクって確かにあるんですよね。だからそういうことなのかと思ってちょっと怖くなっちゃって、それでね一応マイルドライナーかなって思ってたんですけど、もちろん自己責任でね、自己責任で遊ぶ部分では全然他のペンで試しても構わないと思いますよ。もう自分のものなので。そうですね、そう自己責任だったらもうどんな遊び方しても大丈夫だと思います。飲むのだけはおすすめしません。去年はノベルティ遠慮しちゃって全然もらえなかったので、今年はガンガン行きました。いいと思います。ノベルティはねやっぱゲットしたら楽しいじゃないですかね。しかもノベルティからやっぱり新しいお店屋さん知って次回はここ買おうかなって思うことも多いですしね。西村裕二さんのコラボ商品ゲットできましたかね。あそこのブースね、私もちょっと覗きましたよ。混んでましたかね、あそこ。誰かが QR コード読んでいたので真似っこしてもらいました。い
いいと思います。結構ね、こっそりノベルティ書いてあるブースもあるんですよね、やっぱり。なんで、他の方の動向を見てね、真似するのは非常に賢いやり方だと思いますよ。ツイッターでね、宣伝してないブースさんもいるんでね。だから、私も、ここノベルティやってんのっていうようなところも何個かあったので、そう、くまなく見た方がいいと思います。今でもあかねさんは石油王の関係違います。破産してますリボ払い嘘ですけどリボ払いはしてないですけど、でももう本当に前借りですよ。やばい、架空のお金を作り出している確かに他の方がもらっている時に便乗するのもらいやすい。そうですよね。初めて知ったショップさんもありました。そうですよね。ノベルティもらって、これ意外といいじゃんみたいなね、全然あると思うし、もちろんブースさん自身の狙いもそれだと思うので、本当遠慮しなくていいと思いますよ。はい。じゃあちょっとリストに戻って、あとはね、たくさんね、やっぱノベルティ用意してくださってるところも多いので、そういうところはね、しっかりしたノベルティだけど急がなくてもいい。例えば大郷さんとか毎回すごい豪華なね、ノベルティ、正規品のノベルティくださるんですけど、大郷さんすごい用意してくださってるんですよね。だからね、ちょっと後回しでも大丈夫。もちろんどこかのタイミングではなくなるので、絶対欲しい方はね、もちろん上の方のリストに入れておくべきだとは思うんですけど、そんなに急がなくてももらえますね。あとハイタイドさんの付箋とかも結構多かったかな。あとマックスさん今回メモだったんですけど、もうね、ノベルティの量もすごいんですよ。この袋全部ノベルティなんです。だからね、ノベルティを探すのも大変なの実は欲どしい塊ですよ。みんなあれですよ、さっき質問してくださった方、これを見たら遠慮なんて言葉なくなるでしょいいんですよ、これぐらいもらっちゃって。そう、よいしょ、ちょっと待ってね。もうね、本当にノベルティのねが多すぎてね、マックスさんのノベルティ出てこないねあった、これこのね、2種類あって選べたんですけど、私お花もらってきました。すごいしっかりとしたね、分厚さのあるメモですね。これね、かわいいよね。この中で気になるノベルティあります？そうね、出しといてもいいかもしれない。気になるノベルティ、それ何みたいなのあったら、ぜひ聞いていただければお答えしますよ。そう、これね、書くのを買うと1冊ずつもらえたんですよ。1人1点につき1個もらえるノベルティだったんで、私2本買ったんでね、2個もらってます。かわいいよね。ティーパーティーの柄ですね。そう、この袋はノベルティじゃないよ。これは私が自前でこの細かいものたちを集めてます。そう、ノベルティもすごい。いやだってさ、皆さんにさ、このどこのブース回ったらさ、こういうノベルティもらえるよっていうのさ、結構1年間は投資で同じようなノベルティ用意してくださってるブースさん多いんで、皆さんにご紹介できるじゃないですか。だから私は極力全てのブースさんからノベルティをもらいたいんですよ。皆さんに実物をお見せできるように。だから頑張りました。そうっていう言い訳をすると欲どしくないように見えるね。いや、まあ本当に本心でね、皆さんに紹介したいっていう気持ちがあるんですけれども、コメントがね、ちょっと待ってね。セーラーのインクすくい、ごめんなさい、漢字が弱くて。インクすくいやりましたよ。挑戦しました。1日目はね、1回目はね、私ちょっとインクすくい以前ね、別のポップアップ去年かなでやってるんで、もうそんなインクいらんだろうと思ってやんなかったんですけど、今回2日目参戦した時にインクすくい、まあせっかくだから1回やっとくかと思ってやったら、なんとね、前回とね色が違ったんですよね。このしとしととかザーザーのこの擬音のやつも入ってたりして、
そう種類がね前回と違った気がしたんです。あれ前回も入ってたかな。ちょっと待ってくださいね。嘘ついちゃいけない。よいしょ。あれどこかな。ねここかな。あここか。あれここじゃない。ちょっと待ってね。あここ。前回がこれか。あやっぱ入ってない。前回も式折りで同じではあるんですけど、あめっちゃ自分取りにくいテープ貼ってる。あーちょっと待ってね。これね数を数えてしまってあるんですよ。たくさんあったやつは。よいしょ。あ穴開いた。キャーよいしょ。前回っていうか以前やったやつがこれで、今回がこれなんで、やっぱ増えてんのかな。そうですね、増えてますね。この4点が増えてるんだ。そうなので、それを知ってね、あこれは挑戦しなくてはと思ってやりましたよ、一回。よいしょ。何本つかめたかね、私もまだ数えてないんです。ちょっと待ってね。まだ参加していたいけど明日入れるので落ちます。了解です。お疲れ様です。もういらっしゃらないかもしれないけど、おもちゃの方も登録しました。ありがとうございます。あもしねポップマートのフィギュアとか、リカちゃんみたいなドールとか、ミニチュアのガチャガチャとかそういうのが好きな方はぜひ、私もう一個おもちゃのチャンネルやってるんでね、ぜひ登録していただけると嬉しいです。そしてこちらのチャンネルもぜひ、もしまだの方いたらチャンネル登録お願いします。グッド評価もねお願いします。めちゃくちゃ励みになります。さあインクすくい何個すくえたかなんですけど、私のね感想的にはね今回はあんまりすくえなかったなって印象です。123 4、あすっごいインクの匂いする。すんごいインクの匂いする2回も言っちゃった。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26本。26本でした。まあ平均的かなって感じですね。だいたい20本が最低保証。1本もすくえなくても20本はくれるんですよ。なのでまあ最低保証より多いと勝ちかなっていう感じなんで、まああまだあった。2本落ちてた。6、27、28本ですね。じゃあおやったねやったね。28本でした。なのでなかなか思ってたより全然頑張れてた。出遅れました。全然出遅れてないですよ。大丈夫。まあもう1時間は経ってるんですけど、全然これからまだもうちょっとやるんで大丈夫ですよ。皆さんね明日月曜日なんで早く寝なきゃいけない方も多いと思うんですけれども、皆さん優しい。次回はノベルティたくさんもらえるように頑張ります。頑張ってください。こんばんは。遠いので文具女子博行けなかったですが、あかねさんの動画やライブで私も行った気になるくらい楽しませてもらってます。ありがとうございます。嬉しい。今日も楽しいです。わあめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。ノベルティだけで入場料回収できる。そうなの。ノベルティでね入場料回収しないとね、こんだけ頑張ってきたんだからもらって当然です。ノベルティグッズすごいですちょっと頑張っちゃった。すごい入場料も払ってますもんね。今度はもっと頑張りたいです。頑張って。ノベルティもすごいです。そう。あかねさんとお揃いのノベルティがある。テンション上がりまくり。そうですよ。ノベルティもらった方は私とおそろです。漏れなくおそろです。いやでもおそろです右の丸いの何？これかな。これねなんかねピクサスの、ピクサスキャノンさんですね。キャノンさんのブースでこれはね何かをフォローした気がする。アンケートかな。アンケートだ。確かアンケートに答えるともらえるって言ってもらったやつなんですけど、私もまだ中身見てないんですよね。あ、エコバッグですね。エコバッグだ。あ、しかもこれくっついてるエコバッグ。中は無地の茶色のペラペラのねエコバッグです。あ、しかもなんかでも取っ手がこのなんていうの、こっち向きじゃなくてこう向きですね。
いつもさ思うんだけどさ、エコバッグってさすんごいくしゃくしゃに入ってるよね。なんでさ綺麗に畳んで入れてくれないんだろうって思うんですけど、でも結構しっかりとした大きさありますよ。 A4 のファイル入るんじゃない？クリアファイル入りそう。とってもそれなりに長いので。そう、これはねアンケートに答えればもらえるやつで、なんかこれもでもね こっそりというかブースの壁にね貼り付いてただけで告知とかはされてない。あとねキャノンさんはめちゃくちゃなんかノベルティの数が多くてですね、私も知らなかったんですけど、なんかねこれとまた別の青いネイビーの巾着、これと同じような巾着をもらってる方もいて、だから他にもあったんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、そうもらってる方いましたね。でね、こう基本ねピクサス、そのキャノンさんのところでは体験ができるんですよ。プリンター体験、ポストカードをプリントアウトしてもらったりとか、カードをプリントアウトしてくれたりとかやってくれるんですけど、どこに入れたかな、折れないようにクリアファイルに入れたかな。もうノベルティの洪水みたいになってますけれども、あ、そうそう、これこんな感じでなんかデザペみたいなのをプリントアウトしてくれたりとか、要はまあプリンターをねお試しで使ってみてくださいっていうあれなんですけど、こういうポストカードくれたりとか、こういうカードをね作ってくれたりして、自分でデザイン選んで実際に操作をしてみてっていう、そういう体験会なんですけど、これをやるとその参加してくれた賞でマスキングテープがもらえるんですよ。他にももう一個あった気がするんだけど、これかな、違うな、なんかもう一個ぐらいあった気がするんですけど、めちゃくちゃ増してもらいました。なんかその1個体験するごとに1個もらえるんですよだからほぼ全種類体験したんでね、めちゃくちゃもらいました。あ、聞きながら寝落ちします。おやすみなさい。お疲れ様。こんばんは。いつも拝見させてもらってます。ありがとうございます。私もお揃いありました。一緒ですね。あかねさんの初日のアナウンスで、ピン恋さんを除いて人物シールデビューしてコラージュ遊び楽しんでいけそうです。よかったね。ピン恋さんのね人物ステッカー可愛いんでね、楽しんでください。そう、ピン恋さんね、このねパンフレットといいますか、ファンブック配られてて、これ無料でもらえるんですけど、これの後ろにねこの人物ステッカーおまけでついてくるんですけど、このね冊子はね結構長い時間配ってましたね。ピン恋さんね結構クリアなんていうの、クリアテープのマスキングテープじゃないけどクリアテープのロールがすごい人気みたいで、あんまりねこの人物ステッカーなんていうんだ、手に取ってる方少なかったですね。それねちょっと驚きました。でもねまたこれね違うイベントだったりするとまた変わるんですよね。何に興味があるかね。本当にこうイベントごとのカラーがあるというか、すごい前回のが秒で出てくるなんて収納術も教えていただきたいです。そう普通にカテゴリー分けして無印のアクリルケースに入ってますよ。ノベルティだけでも楽しめます。いや、そう何も買うつもりなくてもう入場料払ってノベルティ集めするだけでも楽しめるから、そうもう本当に極端に言うと入場料以外は無料で遊べる、無料でたくさん文具もらえる場所でもありますエコバッグとは思わなかった。そう、エコバッグでした。プリンター体験しましたね。増してもらえますよね。会計の時に混ざらないようにノベルティをまとめる袋って持参した方がいいです。いいです。なんかさっきっていうかこの配信始める前にちらっと見たんですけど、ノベルティをこのお会計の袋と一緒に入れちゃってて、でどうやらねこの物の中にはねノベルティのシールが剥がれやすいものもあってですね、そうすると正規品バーコードついてるやつとかだと正規品配ってくれてるのもあるんでね、そういうのだと間違えてお金取られちゃうんですって。
でそのツイートでね見たのが、その1枚ノベルティのシールが剥がれてて、普通に購入品として計算されてたって泣いてる方がいて、そう、わ、そんなことあるんだと思って私もびっくりしたんですけど、確かに剥がれやすいんですよ。そう、紙に貼ってあるものはどうかなと思うんですけど、例えばこれ正当者さんでもらったノベルティなんですけど、このノベルティはねすぐ剥がれますよこれ。そうすぐ剥がれる。まあ丸いしプラスチックだしっていうのですぐ剥がれちゃうから、絶対ね自分の自前の袋を持ってった方がいいです。ノベルティだけ分ける。そう聞きな、これね読みましたね。ノベルティは別がいいですね。会計の時早くなります。そうですね。クリアファイルや固めのケースがあると便利です。そうですね。ここにも経験者がねいっぱいいますんでね、皆さんからもたくさんいい情報もらってください。ノベルティ別に入れる袋はあった方が良い。これ結構かさばってきます。そうですね。結構手帳デコとかしてる人多いかもね。そうですよね。勉強になります。初めて参加だったけど、人づてに聞いてノベルティグッズ用にファスナー付きのクリアファイル持参したです。会計時にもスタッフさんに見せやすいしよかった。偉いですね。ね、しっかり準備ができていらっしゃる。そう、私も普通に自分のエコバッグに入れてました。そう、でも別に聞かれたらすぐに見せれるように両方とも手にかけてるしね、そんな感じでしたよ。で他なんだっけ。そう、あとミニノートガチャのマルマンさんのね、このビュッフェはめちゃくちゃ並んでるんですけど、他の商品は並ばないで見れるんですよ。でその中でもマルマンさんが今回新しく出したミニノートガチャね、前回開封しましたけど、あれはねやっぱり早くなくなってましたね。土曜日も早くなくなってた。だからそう数に限りがあるんだなとか思いながら早めにゲットしましたけど、あれ可愛いですよね。ミニノートね、絶対人気あると思う。それからそう、私ね結構早めに行ったのにもらえなかったのがヤマト株式会社さん、海苔のヤマトさんですね。ここの25番の25番じゃないや、全然違った。 C の9番ですね。ここら辺かな。これですね。ヤマトのりさんはクリアファイル、英語のクリアファイルくれるんですけど、これもねすぐなくなってましたね。私ゲットできなかった。そう、あとねこのカミディアさん、今回これ初出店かな。私初めて、行ったブースさんなんですけど、C の54番だから、ここら辺、これですね。カミディアさんは付箋バイキングやられてたブースさんなんですけど、付箋バイキングはね売り切れたりはしてなかったんですが、もらえるノベルティがスーパー豪華だったんですよ。これ私ももらった時びっくりしちゃって、これすごくない？やっぱりヤマトさんのねノベルティ早かったですよね。私もダメでそんなにすぐなくなるのかさすがとか思ったんですけど、マルマンさんガチャありましたね。あれはやっちゃうよね。かわいいもん。皆さん忘れないうちに高評価と、もしまだの方いたらぜひチャンネル登録お願いします。励みになります。マルマンさんライブ配信の情報参考にリングが横についてやりました。縦についてるか確認して。いやあれ絶対確認した方がいいですよ。全部ね横向きだったらかぶっちゃう可能性上がっちゃいますし、ヤマトさんのノベルティね早かったですよね。結構皆さんダメだったんだ。マルマンさん私もリングの位置触ったね。いや絶対触った方がいい。いやでもねなんか2日目行った時はね結構ねブースの方もねなんかちょっと裏技みたいな感じで紹介してましたよ。悩んでる方に触るとリングの場所が分かるんです。今顔がめっちゃ映った。ごめんなさい。めっちゃねすっぴんの家だから恥ずかしい。でもこれアーカイブ残るからねめっちゃ恥ずかしいな。これくれるんだよ。すごくない？超かわいいよね。付箋セット、付箋アソート、普通に正規品
だよね絶対。3種類ももらえるんですよ。やばくない？しかも超可愛いの。透けるんだって。淡く透ける付箋、超可愛いじゃん。あ、これ細い付箋がいっぱいついてるセットですね。ね、付箋セット豪華でしょ。これはすぐなくなる。すぐなくなってた。だからもし次回カミディアさんで出展されるあれがあったら、まあ同じノベルティかちょっとわかんないですけど、でも見た方がいいかも。結構豪華なノベルティくれるブースさんかもしれないんでね。超可愛いよね。ちょっとお茶飲んでいいですか？あれもう1時間半話してるんだ。皆さん大丈夫？初参戦だったのでノベルティの豪華さにびっくりでしたね。びっくりでしたよね。カミディアさんの付箋セットが素敵だなと思いました。そうそう、これね、今まさに紹介したやつ。しかも SNS フォローだけだった。そうなんです。そうね、 SNS フォローだけでこれもらえるんだったら絶対フォローするよね。でも普通にね、私付箋バイキングも2回参加してるんですけど、すごい可愛かったですよ。ヤマトさんの動画、あそこで読んだね。付箋セット豪華ね。あとであかねさんのスピやめてそう、これライブ配信のアーカイブなんでモザイクとかかけれないんですよ。めっちゃ映ったよね。皆さんちょっとあれね、がっかりしないでね。ごめんね。もう普通にすっぴんだから毛穴とか開きまくりよ。はい、今日はここで失礼します。おやすみなさい。長いことありがとう。めっちゃ可愛いですね。付箋可愛いよね。で、他にもね、人気だったやつは、結構ね、数は用意してくれてたっぽいけど、この間の配信でも言ったこのくつわさんの消しゴムね。これで3色あるっぽくて、赤と黒とゴールドがあるっぽいんですよ。でゴールドがレアって書いてありました。今日も楽しかったです。ありがとうございます。おやすみなさい。まあね、もう寝るよね、みんなね。12時過ぎたもんね。すいません。ちょっと、アーカイブも残るんでね、もう少しだけご紹介したいな。皆さんどんどん質問してくださいね。私も最近シワが気になる。私もいやね、もう隠すの必死で。他になんか聞きたいものとか教えてほしいものあれば。今回ね、ソロルファクトリーさん、猫のね、限定、文具女子博限定品で猫の、伝言ミニカード売られてたんですけど、買うとね、1点でも商品買うとね、このミニカードもらえるんですよ。しかもサンタさんだったの。超可愛いよね。これは普通に正規品と同じサイズの同じ仕様のカードになってるんでね、まあ2個買えば1個ついてくるみたいなもんですよ。限定のカードが超可愛いの。これは非売品ですからね。多分そのノベルティ用に作られたんだと思う。超可愛くないですかこれ。猫好きさんはもう絶対ゲットだよ。そう、この猫のやつは結構文具女子博限定だったので、次回のね文具女子博でも売られると思うんですけど、文具女子博でしかゲットできないから。そうね、文具女子博限定。超可愛くないですか？これ1個165円です。で1個買えばもらえるから、これね。でもこれすぐなくなってました。やっぱ正規品と同じだもんね。しかも可愛いし。でしかもね、2種類から選べたんですよ。なのでどっちか、両方欲しい人は2回に分けて1枚ずつ買うかみたいな感じですね。超可愛いでしょ。明日夜勤なのでまだまだ大丈夫。お疲れ様です。皆さんもね、大丈夫。これアーカイブ残るし、喋るのゆっくりなんで、ぜひトイレ休憩とかね、飲み物とかぜひ飲んでくださいね。他に気になるところありますかね。あとはね、結構たくさん用意してくれてたりとか、ポストカードとかが多いかな。ポストカードとかステッカー1枚とかが多かった気がしますね、ノベルティはね。
で、やっぱりその全体的に見ても混むのは、今回は書くのでも多分次回の文具女子博でも書くの、出展される場合は売られると思うので、パイロットさんね。なのでここは結構やばいのと、デルフォニックス、マルマン、ヨハックさん、リラリラハンコさん、あとねアリサ赤メガネさんとリラリラハンコさんは今回もノートにねハンコでデコレーションしてくれる、ワークショップじゃないけど、なんて言うんだろう、あれデモをしてくれてたんですよ。それはねかなり長い列並んでて、私もアリサンダー赤メガネさんにやってもらいたくて1日目並んだんですよ、午後。でもすごい時間かかっちゃったんでどうしようかなと思ってたら、2日目行った時若干空いてたんで、午後にね行ったらよし今だと思ってね、やってもらいましたよ。これねやってもらってるとこ動画で撮ってるんで、動画でもねお見せするんですけど、これすごくない？こういうのやってくれるの。ちなみにリラリラハンコさんはさらに長蛇の列で到底無理そうだったのと、あとそこでストップですって言われちゃってたんで、リラリラハンコさんできなかったんですけど、これアリサンダー赤メガネさんすごくない？超かわいいよねそう、こういうこともしてくれるブースさんもあります。そうでね、限定ハンコを知ってる方、いつも、今回ねこの会場のことなのでこれは次回の会場では参考にならないかもしれないんですけど、結構ね分かりにくい場所にスタンプもあったんで、次回の会場ね分かりやすいといいなとは思いますが、スタンプね6個あるんで、12345、会場は5個で、このパスポートの5個じゃないや、12345、6個か、6個で、1個はねこのノートをこのステーショナリーパスポートを持ってないと押せないやつですね。これね今回のメインビジュアルのやつですね。でこれがその事務局でこのノートを持ってないと押せないレアスタンプで、これ多分アントさんですね。で、これがスタンプマルシェさんのデザインで、これはどこの方だろう。ノートって書いてある。ちょっとねこれデザイナーさんの名前がちょっとわからないんですけど、これはノンララさんですね。そう、こんだけかな。そう。あとね、猫とさんではね、スタンプ押せますって言われて押してきました、猫ちゃんの。そう、今回はね、猫とさん、私ニャンフェスでね、欲しいマスって買っちゃってたので、今回は買わなかったんですけど、快く OK していただいて押してきました。超可愛かったよ、猫とさんのブース。ね。よいしょ、ちょっと待って、コメント読みますね。ほんと横型配信の時コメント見れないのやめてほしいよね。いいな、長蛇で諦めちゃいました。やっぱりだよね、あそこすごい混むんですよね。時間もかかるし、アリサンド赤メガネさんもリラリラハンコさんもこう一人のね来てくれたお客さんに対してすごく手厚く接してくださるんですよなのでね、時間はかかります。私もアリサさんにカード作ってもらいました。いいですよね。ね、すごいよね、あれね。アリサンダー赤メガネさん大好きです。最新のスタンプも購入しました。文具ティーパーティーですかね。私も買いましたよ。じゃーん。ネット届きました。よかった。文具女子博前に前じゃないけど、文具女子博中かな。前かな。ギリ間に合ったんかな。届きましたよ。これですよね。超かわいいの。知らん。見れなかった知らんこれもね動画でしっかりご紹介しようとは思ってます。今回ね布張りの箱なんです。かわいいよ。あとね今ので言うと私はシャチハタさんすごい並ぶって聞いてたし知ってたんで今ねシャチハタさんのオンラインショップ
でこのテスト販売されてるジカケルと、あとわらべのシリーズの色模様わらべの、新しく出た新色4色がテスト販売っていう形でウェブショップで買えるんですよ。なので私は一つでもね回るブースを少なくするためにネットで危ない、今大丈夫住所移しそうになった、こちらのね、字かける購入しました。ちょっとどうしよう、アーカイブ見て住所移ってたらそこだけカットするねでこちら、新色4色、私ね色模様わらべは全色すでに持ってるので、今回この新色の4色だけ購入しました。これをね押したりするのをまた動画でやりたいなと思っておりますね。そうネットで楽々ゲットできたんでね、これはちょっと賢いなと自分で思いましたね字かけるも超楽しみですよね、使うの。字かけるも瞬殺だったんでね、ほんと絶対人気出る。テスト販売なんてしなくても売れるよって思ってましたけど私はリラリラさんに作ってもらいました。いいですね、リラリラさん私が行った時すごい列だったんでかわいいってね。猫とさんね、猫とさん可愛かったですよね。猫いっぱいだった。海外に住んでいて文具系のイベントになかなか行けないんですが、あかねさんの動画で行った気分になってます。ありがとうございます。5月に帰国するので、その時に何かイベントやってるといいな。そうですね、5月か、5月やってるかな。もう本当にでもイベントはね結構ずれたりもするんでね、文具女子博結構ずれますからね。今回も1ヶ月ずれてたし、去年と比べると、私もネットで買う、ぜひぜひ。昨日わらべの方は在庫なし、もう在庫なしになってたんですね。今日買ってきました。よかった。そうですね、事前にチェックして偉いです偉いですって何様だって感じですけど、よかったです、ゲットできてね。そうまあどうだろう、めちゃくちゃ混むブースはでももう網羅したかな。あとなんか例えば次回ね広島行くんでこのブースのこと教えてくださいとか、他にももっとこのノベルティちょっと詳しく見してくださいとか、あとは私がねすでにツイートして、そうだあれだね、正当者さんのマステカンね、よいしょ、こちら、これは普通に購入してるやつなんですけど、正当者さんでね6個マステ買うとカンカン1個くれますよっていうのやってて、今回カンカンがなんと茶筒になってたんですよ。今まで四角いね、よいしょちょっと待ってね、こういう箱だったんですけど、お菓子缶みたいなね箱だったんですけど、おっとまた映ったね私ねよく見切れる。今回なんと初めての茶筒で模様いっぱいあってですね、私はその中でこの鳥さんのやつにしました。これね、茶筒ってどうやって使おうと思ってたんですけど、これ普通にペン立てに使えるじゃんと思ってね、いいなと思ってゲットしました。本当はね買う予定なかったんですけど、でもね文具女子博限定のねマステがね、この猫ちゃんのやつなんですよ。この柄超人気なんですけど、私その正当者さんでもうペーパービュッフェやりまくってるんで、正直いいかなと思ってチェックしてなかったんですよ。でも最後取りこぼしないかなと思ってかなり最後の方に行ったんですけど、まだ売っててくれて、そうこれ色が違うんですよね、紙箔とかで売ってたやつと。そうもっと淡い色になってるんですよね。超可愛いと思ってね、これは2個買いましたねそうね、これで6個選んでカンカンもらえるよっていう、おーっとそう6個選んでカンカンもらえるよっていう、イベントやってました。ちなみにペーパービュッフェはめちゃくちゃ混んでました。売り切れるみたいなことは全然なさそうでしたけど、紙箔の時もねかなり参加者多いけど全然なくならなかったので、本当に最後の最後まで待っちゃうともしかしたら売り切れてる柄もあるかもしれないですけど、でもなんかスッカスカみたいなことはなかったんで、並ぶけど買えることは買えると思います、ペーパービュッフェはね。そうでマステもね結構残っててくれたんで、結構穴場だったなと思ってねゲットしてきましたよ。茶筒って渋いよね私もびっくりした。
なんで茶筒って思いましたもん。柄は選べましたよ。選べた。4柄ぐらいあったかな、もっとあったかな、4個か5個ぐらい柄あった気がする。パーって、全部立てて並んでて、何個かあって種類が、どうしようかなと思って、鳥さんのにしようと思って、すいません、これでって言って、マステと缶を渡したら、そのまま入れてくれました。そう。だから残ってる柄の中だったら選べるって感じですね。もしかしたらもっと本当は種類あったのかもしれないんですけど、私が選んだ時でも最後の方に行っても5種類ぐらいあった気がしますね。ですね。そうで、他に皆さん気になるノベルティってあったりします？あ、これさっき言ってたパイロットさんのねブースでもらえる文具女子博って書いてあるボールペンですね。そう、これ前回もご紹介してる大悟さんのノート、めっちゃ可愛い、超豪華ですよ。よいしょ。まあね、もう明日月曜日だし、多分離脱したい方が多い気もするので、もし何も質問がなければまあそろそろ終わりかなっていう気はしてるんですけれどもね。あと前回も言ったけど、おすすめの、ノベルティもう一個これね、これ正規品のね、旅する喫茶のクリアマスキングテープ、まるっと1個いただけました。これアートプリントジャパンさんのブースでもらいましたね。すごい豪華。クリアマステって意外と値段しますからね。製陶者さんが初めて作ったアイテムが茶筒だった。すご。そうなんですね。情報通の方がいらっしゃる。でね、そうだ、文具女子博のこのマスキングテープくじあるじゃないですか。このマスキングテープくじはね、日によってね、売り切れちゃった人、意外と最後まで売り切れてなかった人で、結構バラバラだったみたいです。人気っていうか。そう。売り切れる可能性もあるんですね。私もね、14日行った時は全然売り切れてなくて、最後の方でも残ってたんで、売り切れるって知らなかったんですけど、意外と売り切れる。ボールペンコレクションはね、いっぱいありましたね。私前回のねライブで開けたじゃないですか。先っぽ両方緑だったから、もうダメ押しでもう2つ買ったんですよ。そう、またそれはまた動画で公開しますね。そう、しかもね、中の部品が全部揃ってるか確認してくださいって言われて、レジの前で開けました。1回目買った時はね、そんなこと言われなかったんですけど、もしかしたら部品が足りないっていう連絡があったのかもしれませんね。先日あかねさんの紹介していた星がついている可愛いガラスペン、あれかな、メンメールさんのガラスペンかな。一緒だと思ったんですが、お値段がガラスペンは高いですからね。正直高いですよ。だって一つ一つ手作りだし、その作品としては妥当な値段だと思うんですけど、普通に単価だけ見ると高いですよね。ごめんなさいね、ちょっと乾燥しちゃってて。これなんて読むんですかね、漢字。でも知ってるブースさんなんですけど、私もね、ノベルティもらえなかったの。いただき損ねました。でもあれって購入特典じゃなかったかな、確か。違いました？ありがとうございます。お茶飲ませていただきます。やっぱね、ずっと喋り続けてるとね、嫌でも声枯れますよね。すごい綺麗な和紙のノベルティのマスキングテープもらえるんですよね。そう。あれでも確か購入特典だった気がする。だから私リストから消してた気がする。買えないと思って。そうでしたね。
そう豪華は豪華なんですけどね、ノベルティだけ見たらね乾燥してる。そうなの。なんかね、やっぱ冬は乾燥しちゃいますよね。他になんか言い忘れてることあるかな。他になんか言い忘れてることなんか気になることあります皆さん。あとはでもこうやって今回ね福分はんこさんとか限定のタンブラーとか結構ツイッターで宣伝してたのもあってかめちゃくちゃ人気ありましたけど、でもあれもね結構数とか用意してくれてたのでね、そんななんか瞬殺とかじゃなかったですよ。てか私結構午後に行ったけどまだね少しは残ってましたからね。あ、そうだ、少し残ってると思い出した。あれどうだっけ、この IC さんで手書き時間の箱のやつ前回のライブでご紹介したじゃないですか。あれ14日の時にはブースの方に開始30分で売り切れましたって言われたんですよ。だけど土曜日の時にはお昼ぐらいでも残ってて、でしかも積まれてる量もね平日より多かったんですよ。だから、やっぱりその曜日っていうか日にちによってあとは来場者数多分そのチケットが売れた枚数とかによってこう量を変動させてるんだろうなっていう感じはしました。そうでもね土曜日意外となんか家族連れが多かったからか午後はね売り切れてなかったですね。そうでプレミアムタイムの時もね売り切れなかったって聞いてたんで、14日が売り切れてたのが多分14日にこれを狙ってた人が多かったっていう偏りがあったんでしょうね多分。購入品でしたですよね。やっぱりそう購入したらもらえるノベルティだった気がする。生姜堂って読むんだ。ありがとうございます。あかねさんが元気に話している声を聞いているとテンション上がりますね。嬉しい。ありがとうございます。やっぱねこう動画見ていただいて元気を上げられるってすごくこういう動画とか作ってる側からするとありがたいですよね。嬉しい。やってるなんか動画配信冥利にね言葉が出てこなくなっちゃった尽きるなとそう思います。いやありがとうございます。皆さんグッド評価まだの方ぜひ、あとチャンネル登録ももしまだの方いたらぜひお願いしますよ。そういつもね楽しみなんです。ライブが終わった後にねチャンネル登録者数がどれぐらい増えてるかなって見るのそうなんかライブ配信はやっぱり初めての方が発見してくださる機会が多いみたいでね、皆さんがグッド評価をしてくれてる多分おかげだと思うんですけど、それでね発見してくださった方で登録してくれる方もやっぱりいるみたいで、すごくねワクワクしながら終わってます。いつもライブ配信減ってたりしてね超悲しい500円以上の購入とインスタフォロー。やっぱりそうですよね。500円だったら正直買ってもいいかなと思いますけどね。でもそういうのの積み重ねでね予算オーバーしていくんですよね。文具って怖いの。そう単価はね安かったりするんで、もちろん箱のセットとか買うとね高いんですけど、文具単品だったらねほんと500円以下のもの多いじゃないですか。そういうのがね積み重なってね5桁とかいくんですよね。本当に怖いね。5桁どころじゃないわ、6桁ぐらいいったりするんですよね。ちなみに私今回の文具女子博は6桁は行きました行きました。でもね6桁ジャストぐらい6桁突入ジャストぐらいでしたよ。2日間全部合わせてね、そう 100点以上買って、だから結構いい買い物したんじゃないかなと思ってます。そうもうすっからかんですけどね。で今日のね宇宙遊泳でガラスペン当たっちゃったからもう前借りそこからは前借りまたお金ね一から貯めないといけないです。次の文具マーケットもあるし、1月には2月にはマスキングテープジャンボリーがあって、3月には紙博があって、
3月は上白があって5月がデザフェスがあるんでしたっけ。だからもうね、ここからまたエンジンかけてお金貯めまくらなきゃいけないですね。頑張ります広島大阪以降の情報、いやわかんない。どうだろう。でもどうだろう。もう終わったんで多分ここからどんどん出てくると思いますよ。今回のこの横浜が終わったから今日でもう多分明日からはどんどん出てくると思う、新しい情報が。なので要チェックですよ、行く方は。画面から消えちゃったのですが、左上に135、はいこれこれですかね。これ丸愛さんでフォローするともらえるマスキングテープです。これね、でもね、前回いただいた柄と一緒かな。なんかね、デザインが1回変わったんですけど、その後ね、これまだ前回のと多分同じな気がする。またね、私は1000個のマスキングテープの中から探し出さなきゃいけないんで、ちょっと待ってくださいね。あれ、どこかな。なかなかね、見つかんない。ちゃんと整理はしてるんですけどね、やっぱいかんせん量が量であははは。あれ記憶と違うところにしまったかな。怖いよ、拡散の段で本当にね、マスキングテープは増殖していくんでね、マジでね、探すのが難しくなってくるんですよね。今度ノベルティだけ、あった。これよいしょこれがね、一番私が最初にもらったマールアイさんの、マスキングテープの柄ね、違いますよね。でこれがこの間の時、違うかも、また変わってる。いや一緒か、一緒っぽくないですか。どうだろう、違う。同じ柄が表面に出てない。でも取り扱いとかが似てるし、多分一緒だと思う。今こっちね、マスキングテープ帳作るのに伸ばしちゃってるんで、また柄変わっちゃってるんですけど、最初とは多分一緒だと思います。いや違うよ、石油王じゃないってば。だからもうこれのために文具のために貯金して、それだけしか使ってないですから、皆さん勘違いしないで。だってさ、石油王だったらさ投げ銭で喜ばないよ動画一生懸命にならないよ私この YouTube お仕事にしたいと思ってますから、本当に頑張ってますよ。今日面白かったので登録しますね。ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しいよ。グッドボタン押しました。ありがとうございます。高評価いっぱい押したいのに、もう一回押したら消えてしまいました。そうです、皆さん奇数回押してください。たくさん押すならお願いします悲しすぎる今日楽しかったです。おやすみなさい。おやすみなさい。やっぱり石油しつこい石油じゃないですよ。いや欲しいですね、石油ね。油田欲しい。単価安いの罠で、そうなんですよ。石油をね、違いますよ。あかねさん、上白行かれるんですね。お会いできるといいな。私も頑張って貯金ね。いや本当に上白はね、一応行く予定ではあります。よっぽどなんか予定がね、家族と会わないとかじゃなければ多分行ける予定。もう日にち出てますもんね。一応ね、主人には言ってあるはずなんで多分大丈夫。そうですね。そう石油王なんですね。違いますよ。早速登録しました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですよ。もう本当にありがとう。2日目の見ました。X ね、X でこっそりね、フレークシールすくいね、アップしてるんですけれども、ちょっと翌年く1回目がすごくうまくいって自分でも超驚いてね、ビギナーズラックだろうと思ったんですけど、翌年私は2回目の挑戦をしたんですよ。なんとですね、
2回目やったらね全然救えませんで、最低保証よりも少なかったんですよだから最低保証の方をいただきました。で、ちょっと待ってね、もうね動画でご紹介しやすいように数えたんで、メモってあるんですけど、よいしょ。最低保証がね35枚入ってました。でもねこれどうやら運みたいで、もうすでに用意されてるこの袋があるんですよ。でその袋からランダムにお店の方がじゃあ最低保証のこちらですって言って渡してくださるんですけど、若干枚数に差があるみたいで、確かねツイッターでねコメントくださった方、ツイッターじゃない YouTube かなで最低保証のコメントくださった方もっといっぱいもらってましたね。なんで私の袋は35枚って感じです。でこれが悔しすぎてですね、もう一回最後ダメ押しで挑戦したんですよ。そしたらその時はちょっと救えまして73枚でした。でもやっぱり1回目は超えられなかったね。1回目はあれはマジでラッキーパンチだったと思う。ね、でもすごい楽しかったですね。やっぱり550円でシールすくい、意外と混んでなかったのがねびっくりしましたね。もっとこうすぐ打ち切られちゃうのかなと思ってたんですけど、意外とねできました。私これを1回やった後に悔しくてもう1回やりたい、最後また並び直したんですよ。全然並んでなかったんで、2人間に挟んだかなぐらいだったんで、全然でもね今回の文具女子博だから休憩場所もないし再入場不可なんで、みんなやっぱり体力が枯渇すると同時にどんどん出ていくんですよね。だからでこのフレークシールすくい3時半からだったんですよ。5時終演で3時半からなんで、ほとんどのね方がね帰られてたんですよね多分。だからすごい空いてる時間帯から始まったんで全然混まなかったです。そうだから私はね最後までいる人間なんでありがたかったんですけど、このフレークシールやりたくて来た人はすごい大変だっただろうなとは思いました。最後までいないとできないイベントなんでね。あとロールバーンもね、午後のロールバーン狙ってる方は3時半までいないと受け取れないので、やっぱり午後から来た人はね別にいいと思うんですけど、朝からいて午後の要は2冊分あれ1人1冊しか作れないじゃないですか1回で。だから2冊絶対持って帰りたいっていう方は本当大変だったと思いますね。私は大変でした帰りたくても帰れないんですもん。で一緒に頑張って貯金しましょうね。そうですね、一緒に頑張りましょう貯金。かわいい欲しかった。丸愛さん次回やったらもらえるように頑張ります。はい、ぜひぜひこのノベルティもね別にそんなにすぐなくならないのと、結構こっそりやられてるんですよね。これも3点プチ袋系のやつを買うとガラポンが回せるっていうやつはすごい宣伝されてるんですけど、やっぱこれ無料で配布されるやつだからかあんまりね告知されてなくて、ブース内でもちっちゃくしか書かれてないんですよ。ちっちゃく QR コード書いてあって、これフォローするともらえますみたいな。なんでね結構穴場のノベルティかも。次のイベントのためにみんなで貯金頑張りましょう。そんなにイベントあったら貯金する暇ないなそうなんですよね。だから次ね文具マーケット1月に行くんですけど、それはねちょっとお年玉を目当てにしてますね。お年玉って言っても大人なんで家計から出るお年玉なんですけどであとはあと文具マーケットはなんかね今回ね前回ご紹介してる福袋的なやつ告知されてなくて、もしかしてやらないかもしれないんで、そしたら多分会場の様子をもしかしてまたライブやるかもしれないし、短い動画になるかなっていう感じで、多分ほとんど買わないで雰囲気楽しみに行こうかなってぐらいの気持ちでいます。で2月のマスキングテープジャンボリーは悩みどころですね。新作出てたら買うけど、でもマスキングテープかなり今回も買ったんで、多分新たに発見しちゃうってことも少ないと思うんですよね、新作以外は。
だからあとマスキングテープのみなんで、マスキングテープジャンボリーは。だから出ていったとしても、そこまで、こんな文具女子博みたいな規模じゃないんで、東京の切手でやられるんでね。なんでそこまで出費多くないかなっていう期待をしてて、問題は紙博とデザフェスまでに間に合うかですね、貯金がね。そう、紙博はね、そう、オビワンさんがまた新作出される、頑張って作られるみたいなんでね、ちょっとそれすっごい狙ってるんで。お金貯めなきゃ。地方済みなのでいつも羨ましく見ていましたが、誘惑に勝てる気がしないのでイベント少なくてよかったかもね。行っちゃうと買いますよね。もう会場行ったらね、買わないつもりでもね買ってますよね。結構やっぱそういうX でのねポストも多いですし、欲しくなりますよね。文具は魔法使いですから。買わせる魔法使い。紙博は今回3日間ですが、3日間全部行きますか？いやー、ちょっとそこまではねまだ決めてないですね。あとは主人の休みとの兼ね合いかな。神でいいんじゃないですか。そうですね、神ですね。私もお昼でギブでしたですよね。いや、今回の会場はね、お昼ギブはもうしょうがない。体調優先が大事、この会場はね。3日間行きたいですよね。いやね、行けるなら行きたいですね。あとはお金とも相談しないといけない。スイスからこんにちは。こんにちは。羨ましい。そうですね、さすがにスイスからは来れませんよね、すぐにはね。ねえ、スイスでもこういうなんかイベントとかあんのかなね。情報収集力がすごいです。いや、本気で頑張ってますよ。ね、皆さんにもやっぱいち早く情報を伝えられるものは伝えたいし、私もでも一参加者なんでね、限度はもちろんあるんですけど、でもね、こう、いっぱい情報が集まるコメント欄とかになれば、皆さんも助かるじゃないですか。私も助かるし。だからそういうチャンネルにしていきたいなってやっぱ思ってるんで、そのためには私がまず率先してね、たくさん情報を持ってないとね、皆さんのお役に立てないといけないと思ってるので、頑張って情報収集してますよ。スイスないですか。そうですか。でもスイスね、スイスの魅力があると思うんでね、ぜひ日本に来た時に、参加していただければなと思いますね。他取りこぼしてるところちょっとさーっと、見て気になるところね、さっきみたいに、ありますかね。マークスさん、やっぱりマインドウェーブさんとかマークスさんとかビュッフェ形式のものをやられてるブースは混んではいましたね。でもすっからかんになるみたいなことはやっぱないんで、かなり補充してくださってるのかな。だからどうしてもこの柄が欲しいとか、やっぱ一番最初にこう潤沢にある中で選びたいとかっていう方じゃなければ、ゆっくり行ってもビュッフェできることはできると思いますね。そう、あれ古川志功さんじゃなくて古川志功さんじゃなくてどこだったかな。あれどこだったかな。ね、よし、これだ。NB 社さんとかバイキングやったんですけど、紙物バイキングやったんですけど、私かなり最後に行ったんですよ。もう本当にだから取りこぼしないかなって。こんばんは。こんばんは。かわいいこの手のアイコン。あかねさんに助けられてます。本当はよかった。今回仕事があって行けなかったので、こうやって YouTube 見て次回は行きたいなって活力にしてます。ありがとうございます。ちょっとでもね、お役に立ててたら嬉しいです。イベント後に買い忘れがあって散財した後にさらにネットとかでお祝いしちゃうんです。わかりますよ、わかりますね。他の方のツイートとかこういう YouTube とか見て、そんなのあったの欲しいってなったらね、限定品じゃなければネットポチりますよね。わかりますよ、すごいわかる。皆さん忘れないうちにいいねとチャンネル登録ね、もしまだの方いたらお願いします。めっちゃありがとうございます。なんかハートめっちゃ飛ばしてくれてる。そうか、これハート飛ばすやつもあるんだ。すいません、古い人間でこのハート飛ばすやつ知らなかった。皆さんハートポチポチしてね。ね、そう散財したのにやっちゃいますよね。あかねさん応援します。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いやでなんだっけ、そう NB 社さんね、そうだから取りこぼしないかなと思って最後の方に行ったんですけど、ペーパーバイキングやられてて、5個選ぶか8個選ぶかで確か選べたと思う。2パターンの
ビュッフェができたんですけど、たくさん便箋とか封筒が置かれてるコーナーでバイキング好きなやつできるんですけど、確かに売り切れてる柄もあったんですよ。多分最初に言った方が全然潤沢に選べたとは思うんですけど、それでもねまだまだ可愛いのも残ってましたし、全然その中で選んでも満足いくビュッフェができたので、ビュッフェ系はその柄たくさんある中でもちろん選んだ方が得は得だと思いますし、満足度も高いとは思うんですけど、他に優先順位が高いものがあるんだったら全然後回しにしても終わっちゃうってことは今までの経験上ないかな。そうですね。ただ限定品とかだった場合、限定品のビュッフェ、そのわらべみたいな、わらべはまあ限定品じゃないけど箱が限定じゃないですか。だからそういう限定品込みのやつとかだと結構厳しいかもだけど、今回オンラインあるんですかね。いや告知まだされてないと思うんです。私ちょっとまだ見つけられてないので確定ではないですけど、毎年やりますよね。毎年多分2回くらいやるんじゃない？夏と春っていうか、年明けとかにやってる気がしますよ。なんで多分やるんじゃないかな。わかるね。紙博の予習動画やライブ配信楽しみにしてますね。まだやりたいですね。私これちょっと結構ライブ配信は中毒になりかけてるんで楽しすぎて動画作りも頑張らなきゃいけないんですけど、私も来年初参加の予定なので紙箱の時も予習ライブぜひお願いします。はい、頑張ります。またね情報をね集めるのに時間がかかっちゃうのと、やっぱこういうイベントってね公式さん情報を出すのちょっと遅かったりするんで、またね直前の配信になると思いますが頑張りたいと思います。文具女子100前にお話しされていた転売ライブみたいな人たちっていました。個数制限が対策になってるのかな。いましたよ。転売屋だろうなっていう方はいました。すごい4袋ほとんど同じ商品が入ってる袋を持たれてるスーツケースで来てる方がいて、すごいなって思いました。そうで、あと私は見てないですけど、その書くのも実際メルカリでめちゃくちゃたくさん6000円台で売られてるので、実際絶対転売屋いたんだろうなって思いますし、ライブコマースも私は見なかったですけど、なんか見たっていう情報が確かありましたね。見たって書いてる人もいた気がする。いたな。でも人ライブコマースなのかな。でも多分そうですね。それか本当にお友達に買うつもりで電話してたのかもしれない。電話っていうかビデオ電話してたのかもしれないですけど、ブースでこう友達に友達っていうかその会話相手に商品を説明してどうするみたいなことをやってる人はいましたね。ただ個数制限は絶対抑止力にはなってると思いますよ。16日の13時頃カスタムではないロールバーンが全然並んでなくて、あれと思ってよく見たらマカロンとティアラが売り切れてました。そうなんですね。14、15、16ってことは土曜日か。土曜日、ね。そうか、1時頃にはもう限定売り切れてたんですね。で、限定だね。ティアラは限定ですもんね。そっか。限定はね。だってロルバーンのカスタムじゃない列もう相当長かったですもん。ずっと並んでたし、でも最初に言いましたけどチャームは瞬殺でしたからね。文具系の福袋は買えますか？正月に販売される福袋ってことかな。一応今福袋で検索したりして情報は見てますけど、どうだろう。今年はでもいいのがあれば買います。けど今回いっぱい文具女子博で買っちゃったので、しかも今回12月だったじゃないですか。だからしかも12月のもう末に差し掛かるあれじゃないですか。だから本当にいいもの、良さそうな福袋だったらって感じですよね。そうですね。
どうしようかな。で、そうだ。他に取りこぼしがないかですね。プラスラボさん。そう、プラスラボさん、私、予習の時に、福袋系がすぐに売り切れちゃって、全然見たことがないって言ったじゃないですか。福袋、すごい今回量があったのか、めっちゃ置いてあって、全然買えるチャンスはあったんですけど、ちょっと予算的に諦めました、私は。でももう普通に売ってました。あ、こっちか。普通に売ってました。びっくりしました。初めてお目見えした。今までね、瞬殺でなくなってたんで、だからポップアップとかと用意してる数がもう圧倒的に違うのかもしれないですね。あと、今回これ、年末のイベント、しかも今年最後のイベントじゃないですか。だからこう、いっぱい履けれるものがあったのかもしれない。あとね、混んでたとか人気だったのは、ブース的にねすごい混んでたのは古川志功さんとかめっちゃ混んでましたね。でも毎回かな、古川志功さんは。ブースも広いんですけどね。いいの 16？ 広めにとってはあるんですけど、お得パックとかもあるし、2点以上買うとクリアファイルもらえるって、もう皆さんクリアファイル持ってましたよ。で、あとね、これはちょっと特殊ですけど、パラグラスさんとかは瞬殺。30分で全てが売り切れていたらしいです。30分も持ってないんじゃないかな。大丈夫ね。で、あとは、どうかな。めちゃくちゃ混んでたところって他に言うと、ツバメノートさんの限定 100冊しかないかなんかのノートを狙ってる方は、やっぱりある程度の人数いたかなって感じですね。あとは、このさっきのセーラーマンネイスさんのインクすくいは最初に整理券配ってました。その整理券さえもらえればいつ行ってもいいって感じになってて、整理券はその配るマックスの人数が決められてるって感じで、その整理券が終わったら終わりっていう感じでしたね。だからやりたい人は別にこれ整理券もらっちゃいさえすればいつ行ってもいいんで、整理券だけ先にゲットするのがいいかなっていう感じですね。他にはわかるかな。スタンダードさん。スタンダードさんじゃなくて、スタンプマルシェさんか。スタンプマルシェさん今回ビュッフェ、スタンプビュッフェ形式のものやってたんで結構混んではいましたね。で、他にはシールドさんはね、限定の今回キラピカマステが、なんかかなりの数出てたんですよ。5種類とか6種類ぐらい出てたのかな、色違いとかも含めると。なんでかなり人気はあって人だかりにはなってましたけど、数用意してくれてるみたいで売り切れてたりはあんまりしなかったですね。あかねさんはもちろんだけど、皆さんからの情報もとても助かりました。ありがとうございましたね。本当に私もそうです。めっちゃ皆さんからの情報に助けられてます。特にね、2日目行った時はね、皆さんの情報も引っ提げていけるんで、すごい助かりましたね。それによってね、やっぱ回る順番変えたりしましたもん。あとはどうかな。特にね、あとはでもめちゃくちゃ売り切れてるみたいなところはなかったかな。グリーンフラッシュさんのアクキーはやっぱり人気なんで、人だかりにはなってました。ただかなり量を用意されてたんで、全然売り切れたりはなかったですね。ただ混んでた。出遅れましたお疲れ様です。
もうね今ね2時間超えてるんでね、2時間超えてるよね。超えてますねもうそろそろ今最後のチェックして終わりかな。皆さんから質問がなければね終わりかなって感じなんですけど、皆さん忘れないうちにぜひ高評価と、もしまだの方いたらぜひチャンネル登録お願いします。励みになります。あと靴輪さんのマステのリボンボンじゃなくて間違えた、マステンプレート、新作のねマステンプレート、今回の文具女子博アワード大賞に選ばれたんですよ。そう、この間さ今日ね発表されてて、なんで多分次回以降今まで知らなかった方も、買いたい人増えると思います。文具女子アワードの大賞にマステンプレート選ばれましたね、靴輪さんのね。なんで、欲しい方は早めにゲットしないとなくなっちゃうかもしれない。まあさすがに大賞選ばれたんで用意してくれる数も増えるかもしれないんですけど、まあでもやっぱ可愛かったですよ。私もね1種類だけ買ったんですよ。もう本当にね、おいしょ、あいた、やばすいません、頭当たっちゃった。なんか今日はめちゃくちゃ画面内に私が見切れてて、なんかお見苦しくて申し訳ないんですけど、よいしょ、ちょっと待ってね。マステンプレートどこだ？あった、これ。よいしょ。私はね最初にね、おいしょおいしょ、最初に宣言していた動物がたくさん乗ってるやつにするっつって我慢してこの1個だけにしたんですけど、やっぱ可愛いよね。可愛いし、すごいいっぱいマステ切れるし、あれなんだっけ、靴輪さんのさ、マステのカッターね今名前ど忘れちゃった、さっき言ったばっかりなのにねあれだと1個のマステをはめ込んで使うからすぐに交換ってちょっとめんどくさいじゃないですか。けどこれだったらこうマステを当ててカットするだけなんで、いろんなマステですぐに切れるんですよね。そうだからやっぱより便利になってるかなとは思いましたね。まあと言いつつ、マステのリボンボンね、マステのリボンボンの新しいやつも買っちゃったんですけど、これ、ね、猫型に切れんの。ハート型とモコモコだってね。いやだからこれも買っちゃったんですけどね。でもまあマステンプレートの方がズボラな人にはよりいいかもしんない。マスキングテープをねあれ変えなくていいんでね、そのまま切れるんで便利ですよね。ここにもモコモコカッターついてるし。そうでやっぱりね靴輪さん的にもこっちの方がより新作だからか全面に押してる感じで、まあで今回大賞にも選ばれたんでね、これはちょっとね人気度は上がると思う。もともと人気なんですけどね、だからこそ大賞に選ばれてるんですけど、さらに今まで知らなかった方も増える可能性があるんでね。パラグラスさん買えましたか？おめでとうございます。パラグラスさんはね努力しないと買えないんで頑張りましたね。すごい。私はね前もって個展にお邪魔していたので今回は、参戦しなかったんですけれども、素晴らしい、まだしててよかったです思ったより長引いてしまった。かわいいね、かわいいですよね、このねマステンプレートね。そうかわいいですよ。マステ切れるの知らなかったの。これ知らなかったんですか？これぜひおすすめですよ、今の新作これね意外とねちゃんとマステが切れやすいように超細かいミシン目みたいな、ミシン目っていうのなんていうの、ギザギザカッターがちゃんとついてるんですね。これただの定規みたいにつるっとしててそれに当てて切るだけなのかと思ってたけど、ちゃんと切れやすいようにちっちゃい刃がついてます。この刃があることでねまっすぐにはならないんですけど、逆に言うとね細かいやっぱり点々の突起が出ちゃうのは出ちゃうんですけど、切れやすいとは思います。すごいね、こんな細かく作ってくれてたんだ。私もパラグラスさんなんとか変えたのですが、動物キャラクターのが欲しくて
前の方の時点で2本残っていて、お願いそれは買わないでと祈っていたのですが、可愛いのが買われてしまい、私は奇妙な恐竜、これも人気なんですよと言われてゲットしてきました。奇妙な恐竜ってもしかして宇宙人みたいなやつかな。個展にも売られてたんだけど。ちなみにパラグラスさんのトリケラトプスとかティラノサウルスとかは人気ですよ。本当に人気。そうこれね、そうなんですよね。だからこのマステンプレートはちょっとチェックしといた方がいいかもしれないです。で他には今回きのこ社さんね、この福分はんこさんとコラボしてて、やっぱりこのコラボ作はもともとこのきのこ社さんで人気だったね、大人の、ラジオ体操帳だったかな。私持ってるんですけど、コラボ商品じゃなくてね、これ大人のラジオ体操カードっていう、これすごい人気の作品なんですよ。こんな感じで何かをしたらスタンプが押せるっていうね、まだ私は何も達成してないことになってるんですけどそうこれのねコラボ作が出たんですよね、福分はんこさんと。だからそれはやっぱ人気はありましたね。でもね、両ブースで売られてたので、売り切れみたいなことすぐ売り切れみたいなことはなかったですね。あとはあるかな。乙女印刷さんは超人気ごめんなさい、ちょっとお茶飲みますね。イガイガが引っかかってしまった。乙女印刷さんは人気です。ノート作れるやつは本当1時間もしないで終了だったかなって聞いた気がするし、他にもね、スタンプとかマステとか今回すごい量多かったんですけど、もう人だかりになってて、見るのもしんどいなみたいな感じでしたね。並んでましたよ、乙女印刷さん。だからノート作りたい方は早めに行った方がいい。乙女印刷さんは本当に早めに行った方がいい。なんだかこの子可愛く見えてきましたそうですよ。可愛いい。どれも可愛いですから。そう乙女印刷さんはノート作りたい方は優先順位をかなり上にしないと作れないですね。途中で多分打ち切られちゃうんでね。で今回ね、エポックケミカルさんはドラえもんのやつがすごい人気ありましたね。ドラえもんコラボのやつ、そう限定品だったのもあってすごい人気あった。ちょっと私ブース覗けなかったんで売り切れてたかどうかわかんないですけど、でも多分売り切れてたと思う。結構な人がいたんで、ブース内。あとね、ブース内がめっちゃ可愛かった。大きいドラえもんのなんかパネルがあって、お店の人も赤い帽子かぶってて漫画家さんみたいな格好しててすごい可愛かったですよそうでNB 社さんは今のビュッフェがあるんで、逆にたくさんの中から選ばなくても別に余ってて可愛いのがあればいいやって思う方だったら後で行った方が空いてます。あとは空いてました。最初は混むと思う。他には内泊さんはね、なんか一定の人気があるっていう感じでね、内泊にハマってる方とか、これから始めたいって思ってる方、でもこれから始めたいと思ってる方っていうか、もうすでに1個持ってて買い足そうみたいな方が多そうでしたね。人気は人気でしたよ。ノベルティのキラキラステッカーもすぐなくなってるイメージです。イロドさんはね、3枚選ぶとノベルティがもらえるんですよ。しかもね、結構豪華なノベルティで、ほぼほぼフルの、これ違う。ほぼほぼフルのね、イロドさんのステッカーが1枚もらえるんですけど、あった。3枚買うとね、こんな感じで1シートもらえます。これ柄はもしかしたら何種類かあってランダムで渡される感じになるかもしれないんですけど、
まあ、ほぼほぼ正規品並みの大きさのものがね1枚もらえるんで、皆さん一生懸命3枚選んでました。なんかでも別に売り切れたりするわけではないので、後で行ってもいいとは思いますけどね。人気は人気でした。いつでもブースの前に人がいるっていう感じでしたね。他にはアンテリックさんもボールペンハマってる方はやっぱずっといる感じでしたね、人がね。あ、そう、アリサンダーカメガネさんの開店員なんですけど、14の木曜日は瞬殺で売り切れてたんですけど、土曜日は残ってました。びっくりしました。まあ残り4つとかだったんですけど、午後に行った時に、でも結構遅かったんですよ。遅めに行った時にもう4つぐらい残ってて、だから本当に客層次第なんだなとは思いましたね。そう。まあでも開店員に関してはすごい待てばね、別に待てば買えるし、いつでも買えるようになるし、そんなに焦らなくてもいいとは思うんですけどね。転売ヤーがいるらしいですよ、この開店員も。で、いつでも買えるんでね、転売ヤーからは買わないようにするのがいいかなとは思います。あ、落ちます。ありがとうございました。夜遅くまでお付き合いありがとうございました。もう1時ですもんね。そろそろ終わりにしましょう。皆さん他に質問ないですか？最後ノベルティはねちょっと量が多すぎるので動画でも多分紹介しないです。今回のこのライブでノベルティは、気になるやつ紹介して終わろうと思ってるので、購入品はちゃんと動画でね紹介するんですけど、ノベルティはもう多分これでご紹介しないので、もしねこのノベルティ見してとか、ここでは何のノベルティもらえたとか気になるやつあれば今聞いてください。今聞いてください大丈夫ですか？大丈夫ですかね。雪崩のようにいっぱいあって、こんなノベルティたちがありました。大丈夫？今度予習帳をどうやって作っているかも知りたいです。予習配信の時にでも作り方って別になんか意識してないからな。もう本当に片っ端から X とかインスタとか公式ホームページからの情報を元にただリストを作ってるんですよねどうお伝えすればいいかっていう。とにかくいろんなページを見ることが大事ですね。今日も楽しかったです。いつもありがとうございます。引き続き動画も楽しみにしてます。ありがとうございます。寝るのかな？おやすみなさい。ね、他に大丈夫ですかね？皆さん気になるのない？もうこのノベルティについてはここで終了の予定です。動画ではね拾わない。これ拾ってると多分ね永遠に動画が終わらない動画の編集大変なのでね、フレンがずらーっと並んでるのはどこのブースでいただいたのですか？フレンって何？フレンってどれだ？ドラえもん買えませんでした。やっぱりあれ人気ですよね。欲しいって言ってる方多かったイメージある。フレンってどれだろう？今映ってます？フレンどれだろう？付箋？これかな？付箋よかった、合ってた。付箋これですかね？これはね靴売ってたブース、アシックスさんでしたっけ？違う？全然違ったら超申し訳ない。どうだ？アシックスで合ってる。アシックスさんでフォローするとなんかね2つページフォローしてほしいページがあるっぽくて、その2つをフォローするといただける付箋セットでございました。これねでもどこにもアシックスって書いてなくて、だからこれだけ紹介してもブースさんわかんないやと思って
これ、すごい、思ってたよりすごい。これだけ見たらさ、普通にさ、事務的なさ、ただのって言ったらあれなんですけど、プラスチックのケースのやつかなと思ってたんですけど、すごいよこれはみんなもらっとこう。文具女子博のマークついてて、このね、レディーウォーカーっていう、その、働く女性が疲れない靴っていうのを、宣伝っていうか、販売して宣伝されてる、ブースさんだったんですよ。なので、これね、会社さんのその商品のロゴが書いてありますけど、文具女子博のマークもついてるんで、すごい、しかもね、クッション性のあるね、本当にちょっと昔のね、筆箱のような感じの形になってて、布張りですよ、布張りで、シックな感じのね、エンジの色ですごい高級感あります。で、開けるとこんな感じですごい、ここにもポケットついてるんで、めっちゃ顔映る。ここにもポケット映ってるんで、映ってるってここにもポケットあるんで、いろいろ挟めますし、もう付箋の量やばいです。1、2、3、4、5、6、7、8種類の付箋があってね、しかもなんとこれ取れます。すごいね、これ超豪華だね。今日さ、私めっちゃ多分さ、顔が見切れてたりさ、顔が映ってたり多分動画ですると思うんですけど、皆さんがっかりしないでね。後で見返してね、顔バレちゃっても、皆さんがっかりしないでね。もうね、イベントに行くと、私を発見する機会が多分多いと思うので、もうね、見バレがだんだん怖くなくなってはきたんですけど、自分からは発信していきたくないんで。ねえ。すごいね、これね。めっちゃカラフルだし。映ってね、間違えた。テンパってね、焦っちゃった。2時間以上このテンションで話し続けてるあかねさん、本当にすごいです。とっても元気になりました。ついてきます。ありがとうございます。いや、私ね、おしゃべり大好きなんですよ。ついつい喋りすぎちゃう。いや、でもね、この私のテンションと長時間の会話にね、ついてきてくださってる皆さんも素晴らしいですよ。待って、猫ちゃんのステッカー、背景灰色の猫ちゃん。これかな？これ灰色じゃなくてブルーなんです。ブルーっていうか、グリーンブルーなんですけど、これですかね。これはね、スタンプスタンダードさんで1点購入するともらえるステッカーです。購入条件があるステッカーですね。これはね、購入条件があるんですけど、私、これはね、結局一回自分では諦めて、で、妹がね、買ってきてほしいって言ったんで、じゃあ、おだちんとしてノベルティはいただくぜ、つって、スタンプだけ渡しちゃいました。そう。だから動画ではね、ちょっと出てこないと思うんですけど、ちゃんと購入してます。で、灰色ってこっちかな？でも背景灰色のって書いてあるもんな。じゃあこっちかな。ちなみにこれはね、付箋のクリップのとこ。今名前が出てこない。待ってね、今めっちゃ探してる。どこだっけ？出てこない。見つけられない。付箋のさ、とこです。付箋のクリップのとこです。伝われ。もうね、多分ね、ちょっと頭が回らなくなってきてますね。あれ、どこだっけ？全然思い出せない。ここ、そう、ココサスじゃないや。ココサスじゃないよね。そう、甘味堂さん、素晴らしい。甘味堂さんでございます。そう。甘味堂さんで購入した3点購入するともらえるステッカー。うさぎと猫とクマ。今回のその限定のクリップの
動物さんが描かれてるステッカーが1枚選べるんですよ。私は猫好きなんで猫にしました。ね、いただきましたね。また全種類欲しいですけどね、さすがに3つ買わないともらえないんで。あ、こう書いてあんじゃん、甘味堂ってごめんなさい、後ろに書いてあった。そうそう、ミニクリップココ付箋ね、ココ付箋。ココサスはまた別で、ビバリーさんで配ってたこのココサスの付箋のやつがあるんですよ。そう、似てるけど違うんですよね。同じものが目の前にありました。すっきりすっきり。そう、甘味堂さん、私もついていきます。イエーイ、みんなついてこいそうそう。紙博であかねさん探さなくちゃ。どうしよう。変なことしてたらどうしよう。めちゃくちゃすごい形相でお裾分けファイル選んでるかもしれません。ありがとうございます。ハートポチポチありがとう。そしてグッド評価もね、もしまだの方いたらぜひぜひ、あとチャンネル登録もよろしくね。いやーさあもうね、本当にこの、ノベルティはね、紹介最後になりますんで、もしまだ気になってるノベルティある方、ぜひぜひ言ってくださいよ。今ならご紹介できる。もうこの後は多分仕分けして私しまっちゃうんでね。よいしょ。他にないですか？大丈夫？関西にも遠征してほしい。文具女子博がってこと？文具女子博は大阪でもやられますよ。まさかの私がってことそんなうぬぼれたこと言っちゃダメですよね。あ、これもね嬉しかったな。このインクカード可愛くないですか？あかねさんがマジで関西に遠征するのはね、多分子供が大きくなってからかな。ね、それぐらい行動したい気持ちはあるんですけどね。そうやっぱね、子供ちっちゃいんでね、主人もほら1日以上は休めないんで、やっぱりさすがに遠征すると泊まりがけになってくるじゃないですか。猫ね。このノベルティね、どこだったかな。書いてあるわ。カークさんのノベルティですね。フォローでもらえたと思う。結構いっぱい入ってますよ。10枚ぐらい入ってるのかな。うん。なんでインク沼とか入ってる方ね、もらうといいかも。めっちゃ可愛い。あかねさんのファンミーティング、いやそれをやって喜んでくれる人が今何人ぐらいいるかですよね。だってさ、募集して誰も来なかったら超悲しいじゃん。どうしよう。 X にさ、ファンミーティング初めて開催しました、0人でしたとかさ悲しい。言ってても涙出そう、そんなのねえ、うん。講演会何喋るの来年初めての文具マーケット行くです。お、文具マーケットいいですよ。文具マーケットはね、またこの文具女子博とは全然違う空気感が流れてるね。もう文具の掘り出し物を探すフリマっていうイメージが強いですね。すごく楽しいイベントです。まだ日が浅いんでね、開催日も1日だけだし、まだ東京でしかやられたことないんですけど、年々ね、すごい進化してってますよ。会場が広くなっていったりとか、どんどんね、大きくなっていく予感がしてるイベントなのでね、今からぜひチェックですよ。私第2回目の開催の時から行き始めてるんでね。だってまだ4回目だからね、次が。そう。やってほしい。ありがとうございます。皆さんのね、もうそういう嬉しい言葉を聞くとね、私はね、もう胸がキュッてなるんです。もっと頑張らなきゃなって、頑張ろうって。参加します。ありがとうございます。ぜひぜひ、あかねさんの講演会。大丈夫、私必ず行くし、ありがとうございます。みんな、最後に泣かせに来たな、また。あかねさん、参加者5人はいそうです。よし、じゃあ5席は用意しようかね。ねえ、いや本当に皆さん、私も楽しい時間すごいいただいててね、このライブ配信はね、本当にいつも疲れが吹っ飛ぶんですよね。逆にね、こんだけ喋っててね、まあ喉は死ぬんですけど、確かにでも
本当にね元気になるんですよね。本当にありがとうございます。やっぱりねおもちゃ動画結構下積み時間が長くて1000人に到達するまで2年かかったんですよ。以前もお話ししてるんですけど、ね、やっぱりねこう見られないっていうのはこう頑張って動画とかを作ってる側からするとすごくやっぱり辛いんですよね。こう続けるモチベーションがやっぱり生まれないっていうか、だからこの文具の動画始めてこうすごい皆さん温かいコメントいっぱいしてくれるし、こうライブ配信もこんだけ皆さん盛り上げてくださって、でなんかねもうすぐ文具のチャンネルを超えちゃいそうで、文具のじゃないおもちゃのチャンネルを超えちゃいそうで、本当にね皆さんありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいんです。あかねさんの沼遍歴が知りたいです。いや結構なスピードでもうねなんかこう滑空して沈み込むように沼ってってるんですごい速度でね、本当に犬神家の助清ぐらい沈んでますよ、縦に緩やかなカーブとかじゃなくて、縦にズボって沈んでるタイプなんでね、深いですよ抜けない。私も追加でありがとうございます。皆さんあかねさんの声が元気になります。いや超嬉しいですね。やっぱそれ動画でね、私特に顔出ししてないんで、まあ声だけでねこう皆さんにどれだけ伝えられるかっていうのなんで、本当声がね好きですとか声で元気が出ますとか言っていただけるのはもう本当にありがたい。ありがとうございます皆さん。いろいろ買って満足していたけど復習会ってとても楽しかったです。ありがとうございます。でいや私も今回この復習会は初めて、今まではまあイベント行ったらイベントの購入品紹介動画しかしてなかったので、コメントでのみ皆さんとねやり取りする機会があるって感じだったんですけど、やっぱライブ配信はねこうやってリアルでお話、本当にね皆さんと会ってお話ししてるような、もう皆さんのなんか顔勝手に私見えてますもん一人ずつねなんでもう本当にこうやってリアルタイムでお話できて、しかも私的にはやっぱり皆さんからこれを聞きたいこれを知りたいって言われたことを直ですぐにお答えできるのがやっぱりね皆さんの助けになりたいと思って始めたチャンネルなので、それができてるなっていうのはすごく嬉しいですね。声を聞くとありがとうございます。声を聞くと元気になりますよとかな。ありがとうございます。まだ見てました。私も参加します。ありがとうございます。戻ってきてくれたそうスケキヨぐらいもう直立するぐらい深く沈んでますからね沼に。インスタライブで皆さんで飲み会したい。なるほどね。インスタオフ会ね。ちょっとインスタ私全然使ってないんで情報収集のためだけに登録してるようなもんなんであれなんですけど、YouTube ライブでね飲み会してもいいですけどね文具を語りたいね、語り合いたいですね。何度も YouTube 見てるので他人とは思えない。いやもうここに来てくださってる方はねもう同志ですよ、同志文具好き、文具のイベントを戦い抜く同志ですよ。いいですねちゃんと伝わってます。ありがとうございます。最初あかねさんのお声を聞いた時声優さんかと思ってました。ありがとうございます。そんな上等なこと言っていただいてありがとうございます。以前ねちょびっとだけ声のお仕事をしてたことはあるんです実は。はい、でも本当にちょっとなんでちょろっとなんですありがとうございます。めっちゃ嬉しいな照れちゃうな文具仲間ね、文具仲間ですよ。いややっぱり普通の生活の中でこんなにね同じ趣味の方と深く話してもうざがられないっていうことってあんまないじゃないですかね、もうここにいる皆さんはマジ同志ですよ。やっぱりありがとうございます。集中して作業するときあかねさんの声最高です。本当ですか？ありがとうございます。皆さんそんなに褒めても何も出ませんよ情報、私が持ってる情報ぐらいしか出ないんでね。いやありがとうございます。めちゃくちゃ励みになります。ちょっとねこの文具女子博の購入品100点以上あるんですけれども、なのでねちょっとかなり細切れというか、細切れって言っても1時間以内の動画ぐらいになると思う、40分ぐらいとかの動画になると思うんですけど、何本かに分けて、
ね購入品はしっかり紹介していこうかなとは思っているんですけれども、ノベルティに関しては今日で、触れるのは最後かなっていう感じですね。大丈夫？皆さんもう他にノベルティ聞きたいのない？よいしょね、次回広島行く方とかは特にね同じノベルティ配ってることも多いので、ゲットできるノベルティはねぜひ全部ゲットしていただきたい。もったいないです。同じ入場料払ってるんでね。発声がいいですよね。嬉しいな、すごい嬉しいな。もっといい声で喋っちゃいますよとか言ういやもうこれ以上の声出ませんすいません、調子乗りましたね。大丈夫かな。楽しみにしてます。ありがとうございます。動画頑張ります。もうこんなに皆さんに励ましてもらったらもう動画も頑張っちゃう。これからの動画も楽しみにしてます。ありがとうございます。よし、じゃあ皆さん最後ね忘れないようにグッドボタンまだの方ぜひ押していただいて、あとよかったらチャンネル登録もお願いいたします。さあというわけでね、じゃあもう大丈夫かな。皆さんから質問なさそうなんでね、ノベルティは今日の時点で終了ということで、あとはね購入品、たくさん紹介していくので、お待ちいただければなと思います。ちょっとね動画の編集時間かかっちゃうかもしれないんですけれども、なるべく来週には上げたいっていう意気込みではいます。ただねちょっと一本ね動画でお仕事があるんですよ。なのでねちょっとそれをねどこかで差し込まなきゃいけないので、もしかしたらちょっとそっちの動画が先になるかもしれないです。なのでねちょっとね後になるかもしれないんですが、絶対出すので、絶対出すために買ったのでね、皆さん気長にお待ちいただければなと思います。What the hell? What? どうした？体調気をつけてくださいね。楽しみに待ってます。ありがとうございます。Is that the result of you buying at the mall? This is the result for the last event. Yes, and this is the freebies. Yes. 動画楽しみにしてます。購入品動画楽しみにしてます。他の動画もちゃんと見ますよ。ありがとうございます。待ってます。楽しみにしてます。気長に待ってます。皆さん、優しい、優しい。はい。というわけでね、皆さん、本当に長い時間、1時半ですね、もうすぐね。本当に明日月曜日なのに、皆さん、本当に夜遅くまでお付き合いありがとうございました。That's many. Yes, I know. 楽しみに待ってます。ありがとうございます。はい。というわけで、じゃあね、気長に待ちます。子育て頑張ってください。ありがとうございます。子育ても頑張ってます。一応ね、子供には文具の英才教育をしております。はい、というわけで、今日はね、ここら辺で終わりにしようかなと思います。思ってたより長くなっちゃって、アーカイブ見るの大変な方も多いと思いますが、よかったら復習で見てね。楽しかった。ありがとう。私もめちゃくちゃ楽しかったです。元気もらった。ありがとうございました。よし、じゃあ皆さん、おやすみなさい。Good night! Have a great night! ありがとう。バイバーイ。ありがとう。本当に来てよかったです。嬉しい。バイバイ。これまた終われないバグだ。ちょっと待って。これ終われないバグが発生した。スマホに終了画面が出ない。出ないやつ。ちょっと待って。終われないバグ。来た。出ないよね。ライブ。終わってないよね。ライブ。じゃあもう少しやりますか。いや、あれ、ちょっと待って、終われないバグ再び、多分だけど、2時間以上とか長時間のライブやると、バグがあるっぽい。やばー、おなじみのやつ。やばい、これ定番化したくないよね。ちょっと待ってね。終わってないよね。でも、この間、一応 YouTube ライブを閉じれば、閉じれば、多分終われるので、一応一回閉じてみますね。ちょっと待って、how many
total yen did you spend to buy? I will not tell you the total how much I spent. I'm sorry. I don't want to say. It's too much. はい、というわけで、じゃあ、YouTube 閉じますね。閉じて強制終了します。ありがとう